どうも小江です。僕は今東京国際クルーズターミナルに来ています。今日は楽しみにしていました。今後ろに見えている MSC ベリッシマに乗船します。今年人生で初めてクルーズ船に乗船して、その時は同じイタリア船のコスタセレーナという船に乗ったんですけど、一度乗船してクルーズの魅力にドハマりしたんで、今回2度目皆さんにこのベリッシマの様子をお届けします。で、今回はジャパネットクルーズというジャパネット高田さんが提供しているこのクルーズに乗船します。今回はジャパネットさんとのタイアップということで、気になっている方も多いと思いますんで、ジャパネットクルーズでのベリッシマ乗船、皆さんにたっぷりと事細かに魅力を届けていきたいと思います。では行ってみましょう。では今から乗り込みます。この目の前に見えている船が MSC ベリッシマですね。遠くから見てもこの存在感がすごいですよ。めちゃくちゃ大きいです。で、今回はここ東京を出発して日本一周クルーズに出かけます。日本一周ということでね、まず北の方に向かって、確か函館、そして秋田、金沢、その後チェジュ島1回外国を挟んで鹿児島、そして東京にまた帰ってくるという合計9泊10日という長旅になります。で、この港までのアクセスなんですけど、真後ろに東京国際ターミナル駅という駅があるんで、そこから徒歩で行ける範囲です。ただゆりかもめなんで、羽田空港とかからだと結構1時間ぐらい時間がかかっちゃうんで、どっかの駅からタクシー使うっていうのもいいかもしれません。スーツケースとかがある場合は。今船に向かって行ってるんですけど、ちょっと近づいただけで本当に迫力がまた伝わってきますね。この上のところにはウォータースライダーとでっかい煙突が見えてます。船の上にあんな豪華なスライダーがあるってすごいですよね。これは楽しみだ。さあ近づいてきましたよ。この船尾の部分に下の方 MSC と大きな文字がまたインパクトがありますね。ガラス張りのこの窓もね、確かここがレストランじゃないのかな。今ちょうど飛行機がこっちの左手の方に見えてますね。以前コスタ乗った時もね、飛行機で羽田に着く時に船の景色が綺麗に見えたんで、ぜひね、飛行機乗ってる時も羽田近辺飛ぶ時はクルーズ船走ってないかなと見てみてください。近づくごとにこれ迫力が伝わるかと思います。船の詳しい説明とかね、もうちょっと中に入ってからしようと思います。まずは乗船手続きで、今これクルーズターミナルの中央の入り口部分なんですけど、この左手側にこっちですね、こんな感じで手荷物預け入れカウンターがあるので、大きな荷物、スーツケースとかをお部屋まで運んでほしいときはここで荷物を預けます。お荷物タグがね、郵送で家に届くので、それを結びつけて出すっていう感じですね。通常のベリッシマジャパネットじゃない場合はメールで搭乗券とかお荷物タグが届くんで、自分で印刷して結びつける必要があるんですけど、ジャパネットクルーズだと印刷したものを郵送で送ってくれるんでね、サービスがやっぱ手厚いんですよ。ただ荷物到着するのがちょっと乗船してから後になると思うんで、すぐに使いたい荷物とかは手荷物として持っとくか、もしくはそのままもう中に持っていくことですね、自分で。で、ここには MSC ヨットクラブっていう真ん中に旗みたいなの立ってると思いますけど、ヨットクラブっていうのは上級フロアの客室になりますね。クラブラウンジアクセスがついたり、本当にいろんなサービスが受けられます。で、このヨットクラブ使った動画もこの動画の後数ヶ月後に出すと思うんで、ぜひ楽しみにしとってください。3階に上がってきてセキュリティチェックを通過したら、こんな感じで船内通信と船内マップしてもらいました。この辺は後でお部屋に着いてからゆっくり見ましょうかね。そしてセキュリティチェックを通過したら、こんな感じで写真を撮ってくれるエリアがあって、ここで撮った写真、船内含めてね、カメラマンさんたくさんいるんで、撮ってもらった写真を中で購入できるようになってるんですよね。そして3階にこんな感じで椅子がたくさん並んでいて、待合所があるんで、中に入ってくるときに客室によって番号が割り振られているんで、その番号が呼ばれたら中に入れるっていう感じです。上級客室の人の方がもちろん早く乗れます。前にはモニターがこんな感じでついていて、ジャパネットの方がこれから乗る船の説明をしてくれていますね。
はい、で入り口で渡された番号札が呼ばれたらチェックインの手続きというかね、パスポートと乗船券を見せて、こんな感じでクルーズカードがもらえます。ここに名前とかキャビンナンバーとかいろんな情報が書かれてます。そして目の前に大きな船が見えていますね。すごい迫力だ。でこの船は全長確か310何メートルありましたね。以前乗ったコスタセレーナは290メートルなんで、それよりもさらに大きい。で日本の国内のフェリー、例えば太平洋フェリーとか、サンフラワーとかあの辺はだいたい200メートル以内190メートル台なんで、それよりもさらに100メートルも大きい船ということでね、とんでもない大きさを誇っております。で高さはこれ18階建てになってるんで、本当にもう上まで行ったらビルの中にいるかのような高さから景色を望むことができると思います。で客室数は2000いくつかだったと思います。確か合計5000人以上の人を乗せることができる巨大クルーズになってます。それでは乗り込みます。日本一周旅の始まり。まさか1年前に今年こんなにクルーズに乗る機会があるとは思ってもなかったんですが、一度クルーズに乗るとその面白さにはまってしまったんですね。初めて乗るまではクルーズイコール敷居が高いと思い込んでたんですけど、その思い込みは日本人は世界の中でもトップクラスみたいで、意外とリーズナブルに乗れるクルーズはたくさんあるんですね。クルーズは3つのクラス、ラグジュアリー、プレミアム、カジュアルとあって、カジュアルクラスであれば時期や場所によっては1泊あたり1万円台から乗ることができるんです。で世界のクルーズの約8割はなんとこのカジュアルクラスなんですよね。今回乗る MSC ベリッシマもカジュアル船で、カジュアル船とは言ってもね、この後見せますけど船内はめちゃくちゃ豪華です。もちろん期間が長いためまとまったお金が必要ではありますが、人生の説明は大切な時に思い切って奮発して普段はできない非日常体験をする価値のあるものだと思います。具体的な料金詳しいことはまた後ほど触れますね。まずは船の中に入ります。はい、船の中入ってきた瞬間、こんな感じでとんでもない景色が広がってます。これが船の中とは思えない。ここのストリートは真ん中あたりに位置していて、6階だったかな、奥の方までショップやカフェとかバー、いろんなものが立ち並んでいます。本当にまるで街の中のように。これ天井もすごいですね。ここが本当にいろんな演出をできるようになっていて、今お花が出てますけどね、日によって時間帯によって乗ってる人たちを楽しませるような華やかな演出がなされるみたいです。そして反対側を振り返ったところには、奥の方にはとんでもない吹き抜けも見えてます。すごいなこれ。下の階ではなんかステージがあってピアノとかもあるんで、ここでいろんなイベントが開催されるんですね。そして上の方まで、今ここが6階だから下が5階、6、7、7階までこの3階層にわたって、この辺りでいろんなイベントが開催されたり、商業施設たくさんあります。この吹き抜けにある階段がもう輝きがとんでもないです。ここで素敵な写真を撮ることができそうですね。思い出の。でここの吹き抜けのエリアの先には客室へ向かうエレベーターホールがありますね。エレベーターの中もこれ日本語に表記になってますね。上海から東京さっき乗った時はこの辺全部英語だったんですけどね、さすがジャパネットクルーズで、エレベーター出て階段もありますけど、客室はどこかなと、結構ねこれもあまりにも客室数多いから迷うんですけど、このインフォメーション、これね船内の至るところにあるんで、ここの客室フロアだったら番号を振ってくれてるんで分かりやすいですね。今回11203なんで今ここにいて、この辺ですね。ちなみにこの案内は日本語表記もあるので、はい、こんな感じで今どこにいるとかどこに何があるとかすぐに分かるようになってます。この辺の施設の説明はね一気に全部やるって不可能なんで、日を分けてそれぞれ全て多分紹介できると思うんで楽しみにしておいてください。そして今回泊まる客室はバルコニー付きの客室ですね。左手にこれ MSC の絵が飾られていますけど、こっちの右手の11203ですね。入ります。カードキーをかざして入ります。
でここに差し込む、ホテルと一緒ですね。中入ると広々とした客室になってますね。これは手前側にはこんな大きな足を思いっきり伸ばせるソファーがあって、目の前にちょっとしたスペースがあります。スーツケースもここにドバッと広げることができるぐらいの広さがありそうですね。でこっち奥行くとツインベッドが2台並んでいますね。でなんか真ん中に用紙が置かれてますけど、この辺はジャパネットクルーズならではのものが置かれてるんじゃないですかね。これはなんかオリジナルマグネットピースでお土産プレゼントとして準備されてますね。あとはこれもジャパネットクルーズでオリジナルのボールペンですね、プレゼント。そしてここに入ってるのがクルーズ通信。さっき入り口でももらったけど、これが2枚目ですね。船内新聞みたいな感じで、今日はこういうイベントがありますよみたいなことを知らせてくれるんですね。でこれは明日の案内ですね。今日9日で明日が10日なんで、ロンドンシアターでスペシャルコンサートがあるみたいですね。すごい事細かに日本語で説明書いてるんで、これ助かりますね。一番上は10ドル以下のアルコールソフトドリンクはジャパネットクルーズは飲み放題ですよとか書いてますし、あとはクルーズカード1枚でクレジットカードを登録すると楽ですよってことは真ん中書いてます。この辺は2日目より行うって書いてるんで後で見せます。で開くとまたイベント情報とか Wi-Fi 接続困ってませんかとかね。 Wi-Fi は多分有料だと思うんですけど、これも後でやってみましょうか。あとは今回の寄港地のオプショナルツアーの案内もありますね。でこの右手にあるのはスタンプラリーですね。それぞれの施設に行ってスタンプを全部集めましょうというところでね。しかもこれ全部集めたらちょっぴりプレゼントをくれるって書いてますね。せっかくなら集めるか。裏面には船内マップもあるんで、これ見ながら、各スポット回ってみてくださいねってことですね。でこの左手にあるやつはジャパネットオリジナルで準備してくれたやつですね。日本語で丁寧に。で奥はこれも日本語ではあるんですけど、ジャパネットじゃなくても普段のクルーズでも提供されるデイリープログラムですね。開けてみるとこんな感じで、本日のハイライトっていうのはこれ夜にパーティーとかがあるんで、その時の服装今日はカジュアルで行きましょうみたいなね、そういうことを書いてくれてます。で左手にはこれが各種施設の営業時間ですね。日によって営業時間が変わったりすることもあるんで、これチェックしといた方がいいですね。行きたい場所があったら。で裏面にもいろいろ書いてくれてますね。本日のお買い得商品、ショッピングとかもあるんでね、そういうお得情報が書かれています。で本日のエンタメハイライト、こういうのあると嬉しいですよね。船内イベント全部参加するのは無理でしょうから、これだけは行こうみたいなの決めやすいですね。今日は夜のショータイム見に行ってみようかな。でもう一枚、これがデイリープランナー。ずらーっと1日の開催されるアクティビティイベントが書かれてるんで、これ一目見れば今の時間何やってるっていうことが把握できるようになってます。そしてベッドもう一個向こう側には、これはプール用のタオルを客室に置いてくれてるんですね。プールでもタオルは多分借りることはできるとは思うんですけど、持っていきますよと。でベッドサイドはミニテーブルがこんな感じで置かれてますね。コンセントはこのベッド脇にはないのかな。さっきちょっと見えたデスクのところですね、コンセントは。さっきのソファーもそうですけど、このベッド脇にも絵が飾られてるんですよね。でここのドア開けるとオープン。こんな広々としたバルコニーが客室にあります。椅子とミニテーブルもあって、ここは結構端っこの方でね、右手はちょっと壁になってますけど、左手に目をやるとすごいわ。これちょっと奥の方にせり出したところに客室があるんでね、これはまた海に出たらかなり迫力のある景色を見ることができそうですね。この上の部分もちょっとせり出してますね。ここが空間のようになってます。いやー、これは特別感がありますね。今左下の方を見るとね、船に乗り込もうとしている人たちもたくさん見えていますけど、奥の方に東京のレインボーブリッジかな、景色が見えてます。ここからもお台場と。実はこれに乗る前に乗った上海から東京行きのクルーズの時はインサイドの客室だったんで、やっぱねバルコニーがあると一気にテンション上がりますね。客室に入った瞬間、少し高いお金を払う価値があるといえばあるんでしょう。でもう一回客室に戻ってきて、この辺りテレビがありますね。サムスン製のテレビが置かれてあって、ここにコンセントが右手左手
ありますね。こっちはちょっと海外製のやつなんですけど、これ日本製のコンセントも多分挿せるんじゃないのかな。そしてこれはなんだ、札がありますけど、ジャパネットはね、これお部屋食朝食いただくことができるんですね。なんで深夜2時までにこのカードドアノブのとこにかけとけばブレックファースト持ってきてくれるのかな。これは楽ちんですね。でこの下にはポットですね。湯沸かし器があって紅茶とティーが置かれてて、ここにはティッシュもありますね。でこっち左手には氷の入れ物グラスで、これがね確かアレクサみたいになんか音声で指示することができるやつだと思うんですけど、あと Bluetooth スピーカーか。そして下には冷蔵庫です。でこのジャパネットクルーズの素晴らしいところは、この冷蔵庫の中に入っているドリンクがインクルーシブサービスなんですよね。本当だったらこれは一般の客室だったらエクストラチャージ追加料金がかかります。ちゃんと日本のお水が入ってますし、すごい左手にはこれ桃とリンゴの美味しそうなジュースがありますね。これなんか他の日本の高級旅館とかでも見たことがあるメーカーのやつだな。いいやつだ。これも無料は素晴らしい。そしてここがクローゼットになりますかね。はい、こんな感じで右手ハンガーがあって、左手にもたくさんハンガーがありますね。水着とかしっかり干せるように。でここにはこれがランドリーの紙ですね。やっぱクルーズはちょっとランドリー心配な人いると思うんですけど、料金表を見るとこんな感じで、シャツが 6.9 で T シャツが 4.9 っていう風に書いてるんで、安くはやっぱないんですよね。そして下には素晴らしい、なんと室内用のスリッパも準備されていましたね。これ多分ジャパネットだからじゃないのかな。普通に乗船したらヨットクラブとか上級グレードの客室しかない気がするけど。で右手の扉のところにはセキュリティボックスがありますね。で下は特に何も入ってないクローゼット、お洋服とかを入れられます。そして気になる水回りですね。この右手にはタオル掛けがありますけど、左手にはこんな感じで姿見があって、そしてこれが冷暖房ですね。エアコンになってます。なんか数字じゃなくてこんな感じでゲージで表すタイプですね。で Do Not Disturb やお掃除してねのマークで、この扉の先に水回りは結構広々とした空間になってますね。これ目の前に洗面台があって大きな鏡です。そして下にはシャワーキャップは準備されていますね。ただその他のアメニティは特に置かれておらずっていう感じかな。あとソープもありますね。こんな感じで歯ブラシ立てであったり、下には足拭き用のタオルがあってトイレで、これがフェイスタオルになりますかね。バスタオルもこっち左上に2つ準備されてます。そしてこっちの右手がシャワールームですね。シャワールームはこれ完全に仕切ることができるようになってますね。船によってはカーテンだけみたいなことがあるとは思うんですけど、で日本人が好きなハンドシャワータイプがあって、この辺のノズルもなんかすごい調節しやすそうですね。使いやすそうなタイプで。そしてシャンプーとシャワージェルは準備されてますね。それ以外のものはなんで持ってくる必要があります。自分でアメニティを。ちなみに気になる人多いと思うんですけど、ドライヤーはここの引き出しの中にこんな感じで準備されていますね。準備されてるっていうか、ドライヤーとかヘアアイロン、熱を発するものは基本的にクルーズ船持ち込み禁止なんで、これを使うしか逆にありません、ドライヤーは。ちなみにアメニティは5階のレセプションの近くにこんな感じでいろいろ置かれてますね。コットン、綿棒、カミソリ、歯ブラシ、ボディタオル、櫛と、ここから取っていけば揃えられるということです。ちなみにアプリケーションダウンロードしてればかなり便利で、さっき紙で見てたデイリーアクティビティとかもここでチェックがこんな感じでできるようになってますね、一目で。さあではこのキャビンで日本一周クルーズの始まりです。でこのジャパネットクルーズ料金がどれぐらいかというと、今調べるともう実は2025年のクルーズは申し込みが始まっていて、このバルコニー付きの客室であれば2名1室1名あたり39万9800円と出てきました。なんで1泊あたりで考えると4万円台っていうことですね。で、最も安い客室、内側で窓なしの客室タイプであれば、2名室利用で1名あたり24万9800円。1泊あたりで換算すると、なんと2万円台になるんですよね。
や、この豪華クルーズの体験ができて2万円台で乗ることができるっていうのはね、やっぱりカジュアルクルーズなだけあってコスパがいいんですよ。もちろんスイートであったり、その上のヨットクラブ、そこだったら結構高い金額にはなってくるんですけどね。で、今言った金額は船内の食事、宿泊、施設利用費、移動費、そしてチップ代も込み込みなんですよね。ジャパネット以外のところで予約すると、チップ代はもちろん別の請求になってくるので、なんだよ、追加でお金かかってんじゃねえかよ、みたいなことがあるとは思うんですけど、ジャパネットはやっぱ日本人向けに提供している商品なんで、チップ代が込みです。そして素晴らしいのは、ジャパネットクルーズは船内の10ドル以下のドリンク、お酒もソフトドリンクも150種類以上がなんと飲み放題なんですよね。これ本来普通に予約した場合は、このアルコール類は基本的には追加料金を払って飲むことになるんで、これも込み込みっていうのは嬉しいです。あとはさっきちょっとちらっと見た朝のお部屋食サービスっていうのもジャパネットならではの全員に対してやるインクルーシブサービスで、そしてこれが魅力的なんですよね。循環バスを全ての寄港地でジャパネットが自ら回してるっていうね。なんで最初の寄港地函館なんですけど、函館に着いたら、ここのクルーズから函館の主要の観光スポット、有名どころを循環バスがぐる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 と何十台も回ってるんで、好きなタイミングでそれに乗って観光に出かけたり、こっちのクルーズに戻ってきたりできるみたいです。これはとんでもないですよね。なんで、普通に予約するよりもこのジャパネットクルーズで予約した方が、見た目は金額自体が高くなってるんですけど、でも、このドリンク飲み放題とか、この循環バスのサービスとか、その他諸々の日本人向けの充実したサービス、そういったものが最初からインクルーシブついてるって考えると、これジャパネット結構コスパいいんじゃないのかなって僕思っちゃいましたね。はい。特に最初のクルーズでちょっと大丈夫かなって不安がある人であったり、英語が苦手であったり、ご年配でね、ちょっと足が不自由なところがあるとかそういう方でも日本人が多いですし、安心して乗ることができると思いますし、コスパもこれ飲み放題付きで循環バスあるんだと、やっぱいいような気はしてきましたね。はい。そんな感じで楽しみですね。実際にまたこれから1週間過ごす中でジャパネットならではのものが見えてくると思うんで、しっかりお届けしていきたいと思います。で、ちなみに乗船前に申し込んだら、お家にこんな封筒でいろんな資料を届けてくれます。その中に乗船券とかお荷物のタグとか、その他家から船までスーツケースを届けてくれるサービスとか、あとは保険とかですね、そういう資料も入ってますし、あとは初めての人向けにこんなジャパネットクルーズ 100% 楽しめるっていうハンドブックだったり、ジャパネットクルーズの全ての船内案内とかですね、これを事前に見ることでまたより楽しめますね。かなり情報を詳細に日本語で分かりやすく書いてるんで。あとはこれですね、飛行地のオプショナルツアーですね。追加のツアーを申し込むことでより充実した観光を飛行地で楽しめますね。で、この後は実はまだ僕お昼ご飯食べてないんで、せっかくなんでもうオープンしている上の階にあるインクルーシブのビュッフェレストランに行ってみようと思います。はい、じゃあ1週間日本一周楽しみましょう。ビュッフェコーナーに来てみたんですけど、この後ろにもうたくさんの人たちがお食事楽しんでます。今ちょうど人がいないんでね、こっち側のフロアを映してるんですけど、時間帯によってはこっちも使われることがあると思います。席の感じとかは全体的に同じですね。こっちに窓がついていて、今はまだ出港してないんで、本当だったらこっち側に海の景色が広がっている感じですね。さあ、じゃあビュッフェどんなものがあるかちょっと見ていきますけど、ピザが目の前にありますね。イタリア戦なんでこのピザがやっぱり美味しいんですよね。で、こんな4種類ものピザがありますね。あっちの奥の厨房で作った出来たてなんでね、ピザはぜひとも食べたい。右手にはオリーブオイルで、その次にはハム類ですかね。野菜もグリルされたものが置いてあって、あとはこのチーズもさっきね作ってたんで作りたてになりますね。そしてこっち側もコールドミル、チーズにパン類もいくつか並んでます。で、ご飯にこれがクリームスープって書いてますね。この辺りもまだ洋食で、イタリアン、パスタの種類もたくさんありますね。ピッツァに続きこれも美味しそうです。そしてこの辺は野菜もたくさんずらっと、こっちがハニーマスタード、イタリアンドレッシングなど各種ドレッシング、これはお皿に入れられたシーザーサラダに出来たてのグリル料理がありますね。トマトに奥の方にはオーブンローストで、ここにも洋食のグリル料理がたくさん並んでますね。
さっきもパンありましたけど、ここにもパンがたくさん。プレッツェルがありますよ、ドイツの。でこの辺にも野菜たっぷりいって、ちょっとしたサンドイッチとかもあります。でこれはライブキッチンのグリル料理ですね。タイの野菜炒め、タイ風レモンライス、うまそう。この辺アジアン料理ですね。でさらにここにもアジアン料理、タイっぽいグリル料理があって、そしてここにはハンバーガーパンですね。好きな具材を自分で選べる感じかな。でここにはもうハンバーガーが準備されたものがあったり、大きなソーセージ、ポテト、これはジャンキーフードですね。デザートもたくさんです。シュークリームにケーキずらっと。フルーツもこんな感じでどっさりたくさん揃ってます。ウェルカムゴードフルーツケーキ、これは多分今しかないんじゃないのかな。ようこそって書いてくれてますけど、スタッフさんが引き分けてくれるのかな。で奥の方、船尾の方まで来てみると、こんな感じで MSC ベリッシマは和食コーナーがあるんですよね。シーフードカレーに筑前煮、結構本格的な、これ唐揚げですかね。コスタセレーナだとここまで和食充実していなかったんですけど、 MSC ベリッシマはありますね。でこの辺にある和食は特にジャパネットクルーズだから和食がたくさんというよりは、さっき言ったようにベリッシマは、普通のクルーズでも和食コーナーがこうやってあるみたいです。でこの辺にはお茶漬けもあるのは嬉しいですね。こっちには調味料各種で、これがジャパネットクルーズならではのサービスになりますね。他の普通の予約だとないものとしておにぎりの提供があります。これは日本人にとっては嬉しいですね。夢のおにぎり目の前にあって、でこっち側にはこれごま昆布ですね。でビュッフェ会場でもいただきますし、お部屋食でもこのおにぎりいただけます。時間帯によってはシーフードしらす寿司とかもありました。ジャパネットクルーズだとこんな感じでしっかりスタッフさんが混ぜて味噌汁をついでくれるみたいです。この辺もね、普段のクルーズだと自分で入れたりして全然混ざってなかったり、その辺も日本人にとってありがたいサービスですね。で真ん中にこんな感じでバーのエリアがあるんで、ドリンクもインクルーシブで飲み放題ということですね。さあビュッフェ取ってきましたよ。遅めのお食事なんであんまり食べ過ぎるとね、夜食べれなくなっちゃうんで、軽くピッツァとパスタ、そしてせっかくだからこの右奥にあるウェルカムのケーキも持ってきました。めっちゃ生クリーム乗ってんなこれ。ちなみにドリンクのインクルーシブメニューは、この表面がソフトドリンクとかティーが並んでいて、裏面がアルコールですね。各種ワイン、スパークリング、ビールもたくさんありますね。さあ船に乗って早速乾杯です。今日は一緒に乗る人がまだ到着してないんで、ひとまず一人で乾杯。最高、うまいっすね。この船の中で飲むビールっていう特別感ですね。後ろの景色、これから海に変わっていくとは思いますけど、この東京の景色もいいじゃないですか。ちょっとこの窓がせり出したところにあるから、ほらこっちね、ちょっと船の船体も見えてるっていうね、なかなかいい感じの席に早速座れてます。そしてピッツァいただきます。うまい。生地がもちもちで美味しいですね。ピッツァ、こっちの味もやっぱイタリア戦だから、この辺りは間違いない味だ。でパスタ、パスタうまいわ。オリーブオイルとこのほんのりと白ワインの風味も漂ってくる。ピザはビールが合いますよ。最高。乗ったばっかりなのにもう満足度がめちゃ高い。さあそしてこれいただきます。ウェルカムケーキ、めっちゃボリューミーだこれ。ふわふわスポンジにクリーミーすぎますね。生クリームのパレードですよ。特別感を出すためにこういう演出も大事ですよね。じゃあちょっとゆっくりしてから、この後避難訓練があるみたいなんですよね。4時から。これはもう船に乗った人はみんな参加しなきゃいけないやつなんで、その訓練に参加して、ちょっと船内散策できそうだったら散策して、あとウェルカムパーティーってやつがあるみたいですね。そのパーティーも楽しみです。そして避難訓練なんですけど、
お部屋の中でこんな感じで安全ビデオを見なきゃいけない。で、この動画を見た後に、このもらった紙で指定された場所に行くと、このクルーズカードにアルファベットのナンバー、僕ら K って書いてたんで、この左下の K のスポットに行かなきゃいけないってことですね。6時。さっきサイレンになったんで、今から行きます。はい、避難訓練終わって、今、ここのメインプールと言いますかね、真ん中中央の一番大きなプールにやってきました。左手に見えてるのもなんかすごいですね、ガラス張りの建物が。で、なんと右手にはこの大型のビッグスクリーンがあるんで、ここでなんかパブリックビューイングしたり、もしくは映画を見たり、ダンスとか踊り、催し物も開催されるっていうことですね。いや、コスタセレーナはね、屋根がついてたんですけど、ベリッシマはもうこれ完全にオープンな状態なんで、開放感がめっちゃすごいです。これは泳ぎたいな、早く。で、こんな感じで長くプールが続いていて、両サイドにサンデッキ、リクライニングチェアもあって、ゆっくりくつろぐことができるということですね。いや、どんなイベントが開催されるのか楽しみですね。で、向こう側にもあるんですけど、こっち側左手にはこんな感じでジャグジーもついてます。わあ、ここは海にせり出してるんで、オーシャンビュー眺めながらゆっくりジャグジーくつろぐことができるのがいいですね。今ちょうど目の前に ANA の飛行機が飛んでいってるのが分かりますね。こっち左手が羽田空港だから今着陸しようとしています。出発の時は羽田で離着陸する飛行機を眺めることもできます。で、こんな感じでこのプールサイドにもシャワーの施設があるんで、いつだって体洗い流せますね。多分プールは海水じゃないかな。で、左手にメインのプールがあって、こっちインサイドに入ってきたらなんかサッカーのゲームみたいなのがありますね。で、奥には卓球台とかもあるんですけど、こっちはちょっとコンパクト小さなプールですね。この辺夜はライトアップされてまたいい雰囲気になるんですよね。もちろん屋根もね、これ雨降ったら閉めることができるようになっていて、こっちにもジャグジーとプールが真ん中にあります。で、プールサイドにはバーもあるんで、プール入りながらいつだってインクルーシブのドリンクを飲み放題っていう、これは最高だ。こっちの端っこの方のデッキはなんか陸上トラックみたいになってますね。すごい歩きやすそうで、左手もうすぐサンセットの時間帯で太陽が光り放ってますね。いい感じで、この出港前のサンセットもね、本当に素敵な景色なんですよ。街と海を照らす。さあ、そしてここのプールデッキで今からウェルカムイベントが開催されるので、たくさんの人たちが集まってます。めっちゃ人多いな。これ流れてる音楽は結構これ若者向けの音楽なんですけどね。はい、皆さん楽しそうに過ごしています。ご年配の方がやっぱ当たり前ですけどね、このジャパネットクルーズは多いんですけど、なんかあれは MSC の何ちゃんか忘れたけどキャラクターですね。初めて見た。ドレミちゃんらしいです。ドラえもんって言った人いませんでした？大丈夫ですかね。オープニングセレモニーでスタッフさんの紹介があったんですけど、またなんかパーティーみたいなのが始まりましたね。あれはやっぱり日本船ジャパネットの船だから、鬼滅の刃を意識したような衣装を着てる人がいますね。で、このプールサイドにバーがあって、ここでドリンクはもちろん、なんとアイスクリームもインクルーシブみたいですね。ショーを見ながらドリンク飲んだりアイス食べたりと。でもかなり行列ができちゃってるんでね、早めに来ることをお勧めします。 Yes, please, thank you. What flavor is this? This is strawberry. Strawberry. Yeah, strawberry ice cream. Looks so nice. こちらはバニラとチョコレートです。バニラとチョコレート。はい。さあ、いただきます。アイス、夏だからすぐ溶けちゃう。すっきりでめっちゃうまいね。いやー、出発した瞬間ね、後ろもこれ夕暮れ時でいい感じの雰囲気で、行き交う船もすごい綺麗に見えてますよね。今乗ってばっかりなんで、停泊してる状態ですけど、全く揺れがないですね。本当に快適。さすがに走り出したらね、多少は揺れるとは思うんですけど、止まってる状態だったらもう建物の中にいるのと変わらないですね。正直予想以上にクルーズは個人的にはあんま揺れないなっていう感想なんでね。で、今ステージで踊りが始まったんで、ちょっと一緒に踊りに行きたいですね。来ました。クルーズ旅の一つの醍醐味といったら、こんな感じで音楽に合わせてみんなで楽しく踊る瞬間ですね。
僕もね初めてクルーズ乗った時はそんな普段クラブとか行くわけじゃないけど溶け込めるかなって不安だったんですけど、これ見たらわかると思うんですけど、みんなそんなに器用にダンスしてるわけじゃなくて、本当に不器用ながらも今ここにいる空気感を楽しみましょうっていう雰囲気で踊っているので、すごく溶け込みやすいんですよね。モーリーさんもね、ダンスはもう物事の中でトップクラスに苦手っていう風に言ってたんですけど、楽しそうに踊ってますよね。上手い下手関係なくみんなで楽しもうぜっていう空気感で、ここは恥じらいを忘れて積極的に参加して楽しんじゃいましょう。普段生真面目に働きすぎてる人こそこういうのに参加するとね、人生で本当に大切なことに気づくかもしれません。ちょっと大げさか？いや、心の底から僕はそう思ってますよ。暑いです。暑すぎる。それでは皆様、すべてのエンターテインメント。さあ、じゃあ踊ってちょっとお腹も空いてきたんで、これからメインダイニングでディナーをいただこうと思います。入ってきた時に見たここの通路のまた天井がすごいことになってますね。で、さっきの吹き抜けの奥、船尾の方に向かっていったところにメインダイニングのレストランがあります。お食事はインクルーシブなんですけど、メインダイニングではコース料理アラカルト、ビュッフェコーナーではビュッフェいただけるんですよね。なんでコース料理とビュッフェそれぞれがインクルーシブで、今やってきたのがコース料理アラカルトをいただけるメインダイニングですね。メインダイニングが4会場あって乗客数が多いんで、それぞれのレストランに割り当てられて、そしてディナーだったら時間も基本的には指定されて、その時間にディナーは食べに行くと。朝ごはんとランチに関してはいつ行っても構いません。で、今回僕らは一番奥進んでいったところのレストラン会場でディナーは割り当てられてます。ここですね、ライトハウスレストラン、一番船の後ろ側船尾の部分にあるレストランですね。中はこんな感じで奥の方までとっても広々空間になってますね。これお食事中に突然パーティーとかが始まったりすることもクルーズはあるんでね、ここでみんなでワイワイと楽しむこともできると。で、ここはさっき言ったように船尾の部分に当たるので、奥の方の窓が少し斜めになってて、波しぶきを上げながら進んでいくクルーズの様子も眺めることができます。はい、で席に着いたら日本語表記で分かりやすくジャパネットパッケージフリードリンクリストがありました。上で見たメニューと同じような感じだと思います。ビール、赤ワイン、白ワイン、スパークリング、ソフトドリンク、そしてディナーメニューもこんな感じで日本語で、左側前菜、サラダ、スープとあって、パスタ、リゾットで、次のページにはメインコース、ポークロインとフィッシュ&チップス、右手にはトスカーナ風シチューってありますね。で、最後のページにはデザートもあって、これらすべて頼み放題、食べ放題です。こんな感じでパンも最初に出してくれます。はい、ではおなじみのモーリーさんと今回は初クルーズですね。一緒には初クルーズです、はい、モーリーさん自身も初めてクルーズに乗ります。楽しみます。いやでもやっぱこの船の中にいるとは思えないこの雰囲気が、まだ船に乗ったばっかりなんですけど、結構それでもね、出港までゆっくりする時間があります。ちなみに Wi-Fi なんですけど、 Wi-Fi つないでこんな感じで、左手がビデオ、 YouTube とかね、動画バリバリ見たいっていう人は多分左手、メールのやり取りぐらいでいいっていう人は右手なんでしょうね。で、動画バリバリ使いたいんで左側の方をクリックしたら、4デバイスが14ドル、3デバイスが15ドルなので、たくさん使う方がちょっとお得になりますよっていうことですね。で、これ1日あたりの料金なんで、1週間分となると、結構な額にはなってくるとは思いますけど、フルでやっぱ使った方がお得なんですよね。1日単位で申し込むとこれ36ドルになっちゃうんで、結構高くなっちゃうんで、仕事する場合はやっぱフルパッケージですね。パソコンと iPhone だったら2デバイスでこの1日あたり16ドルってやつを選ぶことになると思います。はい、そしてまずやってきたのがローストトマトのクリームスープですね。はい、スープいただきます。濃厚なトマトの甘みが香ってきますね。ちょっとクリーミーでバジルの風味もほんのり、いや間違いのない味わいですね。で、
これねおしぼりがあるんですけどね、ここに来る前に乗った上海のクルーズとかだとねおしぼりついてなかったですね。基本的に外国のクルーズだと、外国に行った時にねおしぼりなんてめったについてこないんで、高級料理店とか行ってもすらおしぼりついてこないんですよ。だからもう日本のサービスはねちょっと過剰サービスなんですよね。だけどもうそれが普通になっちゃってるんで、日本人しか乗らないクルーズはおしぼり多分ちゃんと準備してくれてるんだと思います。これも徹底してますね、ジャパネットさんはね。そして次にやってきたのは白身魚のセビーチェですね。セビーチェは結構よく聞きますよね。ペルーで生まれたお料理方法ですかね。魚介類のマリネで柑橘系の果実を使用するのが特徴的って書いてますね。ペルーはめちゃくちゃ料理がうまいってね、あんまり日本人に知られてないんですけど、ペルー料理一回行って食べてみたいですね。うまい。このソースがめちゃくちゃうまいですね。赤玉ねぎ、レモン、パクチー、パプリカソースが入ってるから甘みがしっかりあります。お魚は若干生臭さを感じるけど、このソースが甘くてめちゃくちゃうまい。これはスパークリングワインと合いますね。うまい、めちゃくちゃ合う。これはスパークリングワインと魚系のお料理。こんなサービスもしてくれるんですね、やっぱね。いや、いいですね。向こう側レインボーブリッジの夜景を見ながらっていうところでね、誕生日席みたいなのがもしかしたらあるのかもしれないですね。次、これがシーフードパスタですね。うまそう、海鮮たっぷり。さあパスタをいただきますよ。茹で具合がなかなかいいですね。結構パスタは厚みがあってもちもちな感じだけど、貝類がたくさんありますね。アサリとか、あとはムール貝とか、貝の出汁の旨味がすごい染み込んでる感じです。これは海鮮好きにはたまらんですね。めちゃくちゃ出汁出まくってる。もちろんね、高級イタリアンのパスタとかね、そこまでのクオリティではないんですけど、これがインクルーシブサービスでね、食べ放題っていうのが素晴らしいです。で、海鮮たっぷりだから白ワインが絶対うまい。いやー最高ですね。もう本当に好きなだけ料理に合うドリンクを飲めると。スパークリングから白ワイン、次のお肉料理は赤ワインいきましょう。はい、そして時刻が7時になって、今お食事途中ですけどね、スタッフさんにお願いして出港の様子撮りたいから上に上がってきました。このライトアップされたプールもとっても華々しい雰囲気が漂ってますね。奥の方には綺麗な東京の夜景の景色も広がっていて、これは素晴らしい景色だ。いやーまさにクルーズ船に乗ったぞっていう景色が目の前に広がっていますよね。特別感がすごい。で、右手見てみると目の前に乗ってきた東京の港ですね。クルーズターミナルが見えてます。これから1週間の船旅が始まるということでワクワクしてきましたね。まずは東京を出発して2日かけて北海道函館に向かいます。で、船の側面に来てみたら目の前に MSC のロゴマークですね、大きくここにありますけど、こっちの左手側見てみると、うわー、東京の綺麗な夜景の景色が広がっていますね。ちょっとこれせり出したところにあるんで、せり出したところから右手に船の景色も見えてると思います。そしてこれ今目の前に見えてるのは指先案内人ですね。あんなにちっちゃいのにこの大きな船を誘導してくれてるんですよね。でもこれじゃないや、クルーズ船じゃなくて、これも目の前にあるタンカー船を誘導してるんですね。この2つの指先案内人を使って。タンカー船でかっ。左上には綺麗な月の景色も見えてます。で、一番後ろ船尾の方にやってきたら、ここがサンセットバーになってるんですよね。バーがあって、ここでサンセットはもちろん、方角によってはサンライズも、そして今だったら東京の夜景の景色、こっち左手素晴らしい。指先案内人も今左下に見えてますけど、こっち側の、いやー素晴らしい。ここは船尾なんで180度綺麗な景色を望むことができて、1000万都市東京の光り輝く夜景を見ながら出港することができます。やっぱいいね。東京港出発だとこういう夜景を楽しめる魅力があります。
ちょっと遠いので分かりづらいかもしれないですけど、これ今目の前には東京タワーが真ん中見えてます。ここの東京クルーズターミナルは本当に街中の部分にあるので、これだけ綺麗な夜景を望めるわけですけどね。ここから普段だったらフェリーとか出港するフェリーは存在しないので、この景色はクルーズに乗らないと楽しむことができない景色になってます。その景色をぜひこの動画でもねご堪能ください。そして今真ん中が東京タワーですけど、こっちの左手側には東京スカイツリーも、これは高くそびえ立ってるからすごい分かりやすいですね。はっきりと光り輝いているのが見えます。でここのサンセットバーはプールも一応こんな感じでちっちゃいですけどねあります。こっち側に太陽が沈んだりサンライズ眺めるときはプール入りながらっていうのも素敵そうですね。はい、そしてメインはこれがポークロインですね。でもこれ美味しそうですね。上にローズマリーがあって香り付けもされてて、ソースはどんな味かな。デミグラスソースみたいな感じかな。うまい。豚肉だけどすごい柔らかいわこれ。美味しい。ローズマリーの香りがいいですね。お肉には可愛いんでしょう。うまい。赤ワインこれ結構美味しいですね。少し深みのあるバランスのいい赤ワインですごい飲みやすいし、風味も豊かでワインがうまい。これもねお肉食べ放題、赤ワインも飲み放題と、お酒好きだったらこれ止まんないと思いますよ。クルーズ乗ったらこれは最高だ。はい、で最後デザートはザッハトルテです。美味しそう。チョコレートケーキ。いやこれ見た目めちゃくちゃいい感じに盛り付けられてますね。綺麗に。これうまいな。表面に濃厚なクリーミーなチョコレートの層があって、下はスポンジですね。なんで濃厚すぎず適度なチョコの甘さがある感じでちょうどいい。で中はなんかオレンジか何かの酸味を感じさせる粒が入ってて、甘みと一緒に酸味も広がっていてバランスがいいですね。ザッハトルテいい感じですね。これはチョコレートはワインも合いますね。いやうまいね。チョコとワインは合うわ。モーリーさんと注文した品がデザート以外全部一緒だったっていう。食の思考が合うとね旅が楽しくなりますよね。一緒に行く人と。でも船の中で食べ飲み放題ってね、これは本当に魅力的だと思いませんか。しかもビュッフェだけじゃなくて、ビュッフェももちろん食べ放題、向こう行ってもいいんですけど、今回はこのコース料理でね、コース料理も食べ放題。こんなホテルとかだと絶対ありえないですからね。ちなみにスタッフさんは普通にいつも運航しているクルーズと同じスタッフさんなんで、日本語が通じないスタッフさんも正直います。英語じゃないと。でももし英語がどうしても苦手って人は日本人のスタッフの方呼んでもらったりはできると思うので、そういう点ではやっぱねジャパネットクルーズは言葉話せない人でも安心して乗ることができるんだろうなっていうふうに思います。いやー賑わってますね。本当にここは会場としてはかなり大きいので、やっぱ乗ってる人数も多いからかなり賑やかな雰囲気になってますね。ワイワイと。上海から東京乗った時はヨットクラブっていうところだったんで、そっちは少人数しか客室数がないので、なんでやっぱ落ち着いた雰囲気が好きな人はヨットクラブがいいでしょうし、ちょっとコスパよくリーズナブルに全然賑やかな感じでもいいっていう場合はこっち選んでいいと思います。いやーさっきの上海便だったらこの日本の歌っていうのはあんまり歌われなかったんですけど、当たり前ですけどね、ジャパネットクルーズは日本人が多いのでこんな感じで日本の歌が歌われてます。中央の吹き抜けで。はい、でさっきプールのとこから見ていたスカイラウンジですね、やってきました。こんな感じで窓の向こう側は海の景色になってるんで、お昼来るのもいいですし、夜だったら左手にプールが見えてます。でここのバーももちろんドリンクがインクルーシブっていうね、こんな素敵なラウンジでも飲み放題っていうのは本当このジャパネットクルーズの特典ですよね。申し込んだ人全員が使えるっていうのは。でソフトドリンクもあるし、カクテルも各種、バーなんでねここはカクテルメインなのかな。スピリッツも右手にあって、下にノンアルコールカクテルとかもあります。で裏面にもこれウイスキーや焼酎もあります。日本酒もありますね。さすがジャパネットクルーズだ。あとはビールにワインにソフトドリンク、もう何でも揃ってますね。これはすごい。全部飲み放題。
でなんとこれラウンジにショーケースがあったんですけど、これもコンプリメンタリーでいただくことができるみたいです。これね、この船乗る前に乗ったヨットクラブでクラブラウンジに置いてあったようなこの軽食、同じようなものが置いてあるんですね。これは素晴らしいな、サービス。普段だと多分これないと思うんですよね。ここのラウンジ有料だと思うんですよ、軽食も。ジャパネットクルーズすごいな。はい、そしてドリンクはピニャコラーダ頼みました。これはノンアルコールゼロですね。なんでお酒弱い人でも楽しめる空間になってます。そしてスイーツもショーケースの中にあるやつ取ってきました。このモーリーさんのやつめっちゃいい色してますね。なんか MSC のシグネチャーカクテルみたいなやつですね。これいいね。またいただきます。今日3回目ですよ。もうね、3軒はしごしたみたいな感じです。戦場居酒屋です。美味しいですね。何これ。いやーうまい。ピナコラーダココナッツがね中に入ってるんで、今日夏で暑いんで、このプールも後ろにありまして、南国気分を味わえるドリンクですよ。ココナッツにクリーム、そしてパイナップルの風味でピナコラーダうまいですよね。いやいいな。さっき上海のヨットクラブでクラブラウンジが良すぎたんで降りたくないなーって、今回満足できるかなって不安だったんですけど、これ似たようなサービスを同じスタンダードな客室でラウンジの空間楽しめるから、いやなんか最初はジャパネットちょっと高いんだったら何がお得なのって思ってたんですけど、いやこれお得かもしれないですね。さすがジャパネットですね。今なら 50% オフみたいな感覚です。さっき引っかかりました。ジャパネットさん許してくださいね。夢見させてくれますね。これがシュークリームみたいな。このなんかラウンジの軽食ってあれ意外とヨットクラブでも美味しかったんで、つまみがいい感じですね。フルーツサルトめっちゃうまかった。で6階の一番ここが先頭の部分になるんですけど、ロンドンシアターというシアタールームがありますね。で本来普通に乗るときはこのパネルで席を予約しないといけないんですよね。席数が限られてるんで。でもこのジャパネットクルーズの場合は予約が必要なく先着順で入ることができるみたいですね。でロンドンシアター中に入ってきてみるとこんな感じで、ここも船の中とは思えない、まるで街中の映画館、劇場のように広々とした空間になっていて、右手にあるステージで様々なショーが繰り広げられます。ショーは毎日やってるんでね、明日の夜来てみたいと思ってます。楽しみ。今ね、今日はショーを見に行けなかったんですけど、ショーが終わったタイミングでここのプロムナードですね、6階から7階にかけてのエリアでこんな感じでショーが終わってたくさんの人が出てきた瞬間に、この天井でまた演出をしてくれるんですよね。すごい、これ見応えが。天井を見るとまるで潜水艦の中にいるかのようなこれ光景が広がってませんか。海ということでね。でも上には青空が見えてますね。レトロな感じ、この雰囲気出てますね。うわーすごい。やっぱりこれ潜水艦イメージでしたね。これ開いた瞬間こんな感じで海の中を泳いでるかのような雰囲気が広がってますね。いやーこれやっぱりこの MSC ベリッシマの中でもかなり見どころというかね、ここのプロムナードのこの演出っていうのは圧巻ですね。本当に見応えがあります。そして元の景色に戻りましたね。でもこの光景も乗った時、そして途中で歩いた時とまた違う光景が広がってるんでね、いつ来たってここのプロムナードの通りはワクワクする通りになってますね。今日全部この辺にある商業施設を紹介することはないですけどね、1週間の中でそれぞれ何があるかを見ていこうと思います。そして次はここのプロムナードでパーティーが始まりました。今日のテーマはカーニバルなんで、南米っぽい歌、ブラジリアンっぽい歌が流れて皆さん楽しそうに踊ってます。初日なんでね、みんなもう元気にありふれてると思うんでね、本当にご年配の方が多いですけど、皆さん夜遅くまで起きて楽しんでる姿が
くさんパーティーが開かれるんで、また別の日にもね違うテーマでパーティーを楽しめると思うんで、いろいろ参加してみたいですね。でお部屋に戻ってくるとこんな感じで明日のデイリープログラムの紙が届いていました。最初ルームツアーした時と同じようにこんな感じで1日のイベントが全部書かれてますね。さっきはパーティーで賑やかだったんですけど、客室に帰ってきた瞬間一気にリラックスできる静かな空間になりました。で下を見ると波の景色も若干夜でもやっぱり船が光を放ってるんで見えていますね、肉眼だったら。いやでもこうやって見るとやっぱクルーズ船は比較的フェリーとかと比べるとゆっくり進んでるっていうのが分かりますね。奥の方はこれ光がちょっと放たれていますけど、千葉県の半島が見えてます。まだ東京を出発して千葉県にいますけど、ここから日本の東側を回って東北を通って函館まで行くんですね。明日は一日中船で過ごすということで、明日も楽しみ。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。翌朝です。朝起きたら目の前にこの素晴らしい海の景色が広がる。いやー、これは完全なる非日常ですね。昨日は陸がちょっと見えていたんですけど、今朝起きたらもう辺り一面見渡す限り水平線ですね。普段の生活でこんな景色なかなか見ることができないんでね、圧巻です。でやっぱり波は穏やかですね。今日は青空一色広がって天気がいいっていうのもあるでしょうけどね、波しぶきが全然上がってない、のらりくらりとスローペースでこの海の旅を楽しむことができるってことですね。今地図を見ると昨日東京を出発したんですけど、今はまだ福島県沖ですね。この西側にいわき市があるんですけど、一日寝てもまだこれぐらいの位置なんでね、多分フェリーとかだったらもう宮城県ぐらいまで進んでそうな感じですけど、はい、じゃあこの後は朝食を食べに行きます。はい、まずはパンコーナーですね。こんな感じでたくさんのパン、左手から右手にかけて並んでます。左奥からこっちの手前側までパンが並んでいて、クロワッサンとかね。でこの辺はケーキもでかい、そして菓子パン、マフィンもあります。この辺には和食がありますね。こっちにはだし巻き卵とかもあって、でここには味噌汁があります。いやもう絶対に何泊もしたらね、洋食だけだったら飽きてくるんで、これ日本食があるのは本当にありがたい。でこの辺にも納豆もあるので、ご飯のお供ですね。日本食っぽいものがたくさんこんな感じで並んで、右奥には白米もあります。でこの辺にはフルーツが並んでいて、ここはバナナとキャラメルソーススティッキーバンズっていう風に書いてますね。でこの辺は洋食になりましたね。ワッフル、パンケーキ、ベーコン、そしてソーセージ、スクランブルエッグ、ハッシュポテト並んでます。でここにはコールドミールですね。ハムとかチーズが並んでいて、あとはサラダとかですかね。ここはサラダコーナー、緑の野菜大人気で空っぽになっちゃってます。レタスとかキュウリかな。あと奥にはトマト、人参、手前オリーブ。ここにはドライフルーツとヨーグルトもたくさん種類がある。でここには焼き魚、ゆで卵、ベイクトビーンズ、奥には目玉焼きですね。でここはエッグステーションですね。好きな具材を言ってその場で調理してくれます。オムレツ。ここに並んでいるのは各種シリアルですね。右手にミルク。ここにはフルーツたくさんですね。キウイもある。リンゴとか梨、バナナ、カットフルーツも手前側から奥に向けてたくさんありますね。スイカ、パイナップル、メロン。でドリンクは左手に水があって、ここにはフルーツジュースもありますし、各種ティー、お茶もこんな感じで並んでます。あと右手にはコーヒーとホットチョコレート、ミルクとかもありますね。はい、そして取ってきましたビュッフェ、オムレツ、卵とポテトやソーセージ、お魚、そしてフルーツにパンにヨーグルト。日本人には嬉しいこれですね。ご飯と味噌汁、そしてこれです。納豆大人気で
なかったんですけど、スタッフさんに行って補充してもらって入手しました。いただきます。早速味噌汁。やっぱ外国籍の船で味噌汁って基本的に出てこないんでね、それをちょっとでも味わえるだけでも安心しますよね。僕中国から帰ってきたばっかりで日本食全然食べてなかったんで、もう最高っすね。正直こういう外国籍の船とか海外に出たらね、もう日本食のありがたみが本当にわかるんで、ぜひ出ることをお勧めしますね。なんかこう日本にずっといて日本がいいんだっていうのはちょっと僕は違うと思ってるんでね、実際に外に出て中の良さっていうのがわかるっていうのが間違いなくあると思うんで、僕も九州から外に出て九州の良さをもうすごく分かったっていうのがあるんで、やっぱ海外に出て、もしくはこういうね、正直外国籍のクルーズは外国みたいなもんなんで、このジャパネットクルーズはちょっと違いますけどね。だからクルーズを機会に今回韓国とか海外にも行く機会があるんで、また日本のありがたみも分かるっていうね、絶対に国内だけじゃなく海外旅行もねやった方がより日本の良さ、日本のありがたみが分かると思います。ということで納豆いただきます。これは最高や。ご飯が進むわ。いやー素晴らしい。でこのね後ろに見えている水平線ですよ。もう本当に普段陸地だったらこんな景色絶対楽しめないですからね。180度にわたって水平線が見える感じ、ちょっと地上から離れてね、日頃の喧騒を全て忘れることができて、やっぱり非日常ですね、クルーズ船は。お料理のクオリティはねやっぱ外国籍なんであまり期待しすぎない方がいいと思います。そんなに言うとまずいのかって思うかもしれないですけど、そんなことは全然なくてね、普通に食べられる。昨日のお昼もねピザとか美味しかったですし、またお昼だったらイタリアンとかも登場すると思います。でお部屋にあったこのスタンプラリーですね、これで各スポットを巡ってスタンプを押してみました。で最後昨日の夜行ったこのホライズンバーでスタンプを押します。こんな感じで中に入ったらスタンプ押すとこがあるんですよね。はい、こんな感じでスタンプ全部溜まりました。いややっと溜まりました。結構時間かかりました。でも僕乗ったことあって、なんで回りましたけど、でも初めての人にとってはねこれで場所を覚えられるんでいい。それが目的ですよね。最初迷路みたいなんでクルーズ船は広いからですね。この綺麗にこのバッグかトランプどちらかお渡ししてるんですけど、どちらになさいます？これはロゴ入りなんですね。そうですね、もうここだけしかもらえない。これもジャパネットのパッケージがクルーズのトランプです。これも同じくここだけの限定品、どちらかにはなるんですけれども、これをバッグの方で、ありがとうございます。お土産に。そうですね、ぜひ普段使いもできるので、お願いします。はい、外に出てきて目の前 MSC のロゴがまた綺麗に見えてますけど、いやーやっぱこれ外に出て完全なるオープンエアだと風が気持ちいいですね。船の上だったら結構風が強い日とかもあるんですけど、今日は本当に天気が良くて青空一色で、波も全然穏やかでですね、風もほんの少し体に吹きつけてくる感じでめっちゃ気持ちいいですね。なんか昨日はもう東京に行ってもあまりにも蒸し暑かったんですけどね、もう天国のような天候が今日はありますね。ここまで穏やかな風っていうのはね結構何回か船乗ってるんですけど初めてかもしれないです。いやでも下見ると海もこれちょっと日が照ってる部分はね青々としていてめっちゃ綺麗ですね。いや日が照るところの真ん中のプールもエメラルドグリーンに輝いて綺麗ですね。で今の時間帯はなんかストレッチやってますね、アクティビティで。なんで一日中何かしらどこかでこんな感じでイベントをやってるんですよね。クルーズ船はずっと乗っていても飽きないように。朝ごはん食べて、ここの中央の吹き抜けの近くですね、5階です。レセプションとかがあるところにバーがあるんで、ここで軽く仕事をしようと思います。窓際はこんな感じで丸い窓になってるんですよね。クルーズといえばこの丸の形をした窓ですよね。で外を見てみると、ここは低層階なんでさっき上から見た景色とまた全然違いますね。より波しぶきが目の前に見えていて迫力があります。ジャパネットはオールインクルーシブなんでカフェ利用できるわけですね。でここのカフェラテはこんな感じですごいおしゃれな感じで入れてくれます。いいですね。でこの後ろにちょっと見えづらいかもしれないですけど、なんかショーケースもあるんで、この中にクロワッサンとかちょっとしたデニッシュとか菓子パンっぽいものが
置かれてあるんで、それもインクルーシブなんですよね。なので Wi-Fi の環境さえ維持できれば、これ毎日乗っててもね、時には遊んで時には仕事してっていう風に楽しめますね。仕事バリバリしてる人でも、Wi-Fi の速度自体はさすがに僕みたいに動画のアップロードするとかなるとしんどいとは思うんですけど、普通に YouTube の動画を見るぐらいだったらね、意外とできるんですよね。スターリンクの Wi-Fi を導入してるんで、もうフェリーの Wi-Fi とかよりも全然速いです。はい、で今回船内のスタッフさんに許可いただいて他の客室も見せてもらえることになりました。でここが僕らが泊まっているバルコニー付きのお部屋で同じタイプなんですけど、間取りが若干違うケースがあるみたいですね。僕らの部屋だとソファーが手前側にあったんですけど、ここの部屋ソファーが奥にありますね。でも個人的にこっちの間取りの方が好きですね。日中とかここくつろいでゆっくり腰掛けてね、バルコニーの向こう側の海を眺めることができるんで、ただバルコニーの大きさ自体は僕らが泊まっている客室の方が大きいですね。でも目の前に素晴らしいこのオーシャンビュー、水平線ズドンと見えてるんでね、やっぱ景色いいな、何回見ても。はい、そしてバルコニー客室よりも上のグレード、ここがスイートの客室になります。はい、でまずは大きなソファーがあってスイートということでお部屋が2つ、まずはリビングスペースになりますね。もうこれはとっても広々していてね、バルコニー客室だと大きなスーツケース広げっぱなしっていうのは結構きついんですけど、ここの客室だったらもうね、スーツケース2人でも余裕で広げられそうです。最大3名まで確か泊まれるんですかね。でこの辺りには各種アメニティが揃っていて、右手のここが下にスリッパがあるので開けるとクローゼットですね。中の形とかは僕が泊まってる客室と同じような感じですかね。そしてもう一回ここですね、扉、水回りかな、この扉の先が。はい、水回りスペースこんな感じ。ここもバルコニー付き客室と大体似たような感じになってますね。目の前洗面台とトイレがあって、左手にシャワールーム、そしてこっち側の客室に行くと寝室があります。ツインベッドが目の前に並んでいます。基本的にジャパネットクルーズの場合はこうやってツインベッドを準備してくれるみたいですね。要望を出せばベッドをくっつけてダブルベッドのようにして使うこともできます。で奥の方にはここにもクローゼットがありますね。でベッドの目の前、ここにテレビがついてます。そしてもう一回戻って、この客室ですごいのはここですね。バルコニーがついてて、ここがとんでもない広さを誇ってですね、右手は行き止まりですね。左手の方を向いてみると、まずここにちっちゃな椅子とテーブルがあって、こっちにはなんとリクライニングチェアまでついてます。そしてすごいのがこれです。スイートはビューバスがついてます。ここに枕もついてるんでね、背中を寝かして目の前オーシャンビューの景色を楽しみながらゆっくりとお風呂に浸かることができるってことですね。いや、これはあまりにも特別な空間じゃないですか。カップルとかね、ご夫婦で来ても一緒に足を思いっきり伸ばして入ることができる、とっても広い浴槽になってるんでね、いやー、特別なひとときをここだったら過ごすことができそうですね。今日は天気も良くて絶対気持ちいいだろうな。これはこれはね、人生に1回ぐらいちょっと入ってみたくなりますね。さっきのビューバスだったら。で手前側はちょっと仕切りみたいなのがありましたけど、この辺りは仕切りがないので遮るものが一切ない状態でこのオーシャンビューの景色を楽しむことができます。そしてこっち左側見たら、こっちが船首の方ですね。船の先頭側なんでね、目の前進んでいく方角も景色見ることができるんですね。素晴らしい。ちょっと斜めになってますよね、この窓ガラスが。なんと素晴らしい景色だ。これを客室からずっと眺められるとは。ちなみにこのスイートの客室は今回の旅だったら料金はだいたい70万円ぐらいでしたね。1泊あたりで考えると7万円台後半ですね。はい、そして7階にやってきて、今回ここのアウレアスパっていうところを撮影させていただけるみたいなんで、普通は撮影できないんですけどね、ここはスパ&マッサージとか、あとはサウナとかジャグジーとかね、そういったものを体験できるサーマルエリアがあるんですよね。
で中に入ってきて、ここでスパの受付ですね。サーマルエリアもスパの受付もここでやります。でこの先にサーマルエリアっていう風に真ん中書いてますね。あ、ここで髪を切ることもできるんですね。すごい。散髪も船の中でできるようになってます。そしてここの右手から中に入っていって、左手がここ男女の更衣室が左右にありますね。はい、更衣室の中に入ってくるとタオルがたくさんありますし、ここにはトイレですね。で右手に洗面台が3つ並んでて、ヘアドライヤーがこれ真ん中にある感じかな。で鍵付きのロッカーがあるんで、お部屋から水着とか、貴重品持ってきても大丈夫です。で奥の方行くと、これはここにシャワールームがあります。そしてこっち側右手からサーマルエリアの中に入っていけるようになっていて、あ、こんなところに枠乗りチャンネルさんがいましたはい、アロハって言っちゃダメです。アロハハワイの動画とか台湾の動画めっちゃ再生されている枠乗りチャンネルさんで、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今日は楽しみましょう。はい、そして中に入ってきたら、これ左手まず見てみるとリラックススペースみたいなところがありますね。ソルトリラックス、サウナもあるんでね、サウナ入った後にここでゆっくり体を休めたりすることもできるのかな。で右手はなんかこう通路みたいなのがありますけど、これがウォーターパラダイスって書いてますけど、ボタンをちょっと押してみると、おお、めっちゃこれ事細かなミストシャワーが出てきてますね。で多分これシャワーの種類が奥に行くにつれてちょっとこう違ってくると思うんでね、クレンジングとか、おお、あ、これゆっくり順番に向こう側に向けてそれぞれシャワー楽しむ感じなんですね。はい、水遊びって感じかな。で右手にたくさんバスタオル準備されていて、水分補給もできるようになってます。そして奥に進んでいったところ、ここにもシャワーがあるんですよね。ボタンを押したら水が出るようになってて、うわ、今ボタンを押したら一気にシャワー出てきてね、ちょっと頭濡れちゃったんですけど、はい、こんな感じで、ここは香りが出てるんですよね。ヨーロッパ赤松の香りっていう風に書いてるんで、すごいいい香りが漂ってきてね、匂いでも楽しむことができてリラックス効果がありますよね。そして隣には、ここにはフィンランド式サウナがあります。日本人の方はね、これが一番気に入るんじゃないですか。やっぱドライサウナ、しっかりあったかいですね。そして左手見ると、ここにはこんな感じでロウリュも楽しむことができるようになってるんでね、いやー、船の中でサウナも味わえるっていうね、これは使いたくなるね。さらに進んでいくと、これ珍しいところがあるんですよ。アイスホールっていう風に書いてまして、この中入っていくとめちゃくちゃ冷たい空間になってます。日本だとなかなかこういう施設ないですよね。サウナで体温めて、今度はこっちで体冷やすみたいなことができるっていうことかな。でその先進んでいったら、ここはソフトサウナって書いてて、さっきの多分フィンランドサウナよりもちょっと温度が低めに設定されてるエリアだと思います。で右手にはこんな大きなジャグジーがあって、ここでゆっくり体を休めることができるってことですね。温めながら、さすがにクルーズ船ね、ずっと乗っていてアクティビティとか参加したら体疲れてくると思うんで、ここで冷やすっていうのも一つありですね。この辺にもいろんなシャワーの種類があってね、いろんな香りを楽しむことができます。こっちはレモンの香りで、こっち側にもこんな休憩スペースがあるんですけど、さっき最初見せたところはちょっと温度設定高めで、こっちが今普通の温度設定で休憩できるみたいです。でさっきドライサウナはありましたけど、ここにはスチームサウナがあります。ちょっとレンズが曇っちゃうので中に入ってもよくわかんないと思いますけどね、結構広々空間になってますよ。さっきのドライサウナと同じように。でさっきが明るくライトアップされてたんですけど、こっちは暗い中でスチームサウナ楽しめます。でちょっと奥まったところにやってきたんですけど、ここは地中海式バスって書いてます。フィンランド式の高温サウナに比べたらちょっと温度が低めの設定で、55度から60何度っていう風に書いてましたよね。で時間によってこれ目の前の石のところに水を当ててロウリュみたいになるみたいです。これもこの明るいバージョンと後ろに暗いバージョンがあります。そして
奥の方まで来てみたら、ここが2つ目のジャグジーですね。なんかこの鉄のやつだったら体を当てるとこっちの方が体があったかくなりやすいみたいですね。はい、でこっち振り向いたところにはこの椅子がちょっとあったかくなってて、岩盤浴みたいな感じで楽しむことができます。今マッサージのエリアを案内してもらってます。中に入ってきていろんなお部屋があるんですね。で今見せてもらってるこの客室がタイマッサージをできるお部屋みたいですね。このマットレスですね、平らなところでマッサージをしてもらうんですね、タイ式は。でここがカップルですね。2人で一緒に施術トリートメントを受けることができるエリアになってます。広々ですね。バスローブもあるし、あれですね、ジャグジーとかスパのエリアはさっき見せたエリアを利用できるっていうことですね。でここがシングルルームになってるんですけど、こっちの右手側一つベッドがあって、なんかこれ近未来的な器具がね目の前見えてますけど、水圧とかを飛ばしてマッサージをできる器具みたいですね。これめっちゃ気になりますね。どんな感じなんだろう。でここにあるのはこれが日焼けマシンみたいですね。はい、日焼けマシンはこのソラリウムってやつらしいですね。でこの器具はボディトリートメントを受けた人にプラス60ドルでオプションで付けられるみたいです。ちなみに料金表はこんな感じになってます。マッサージ、ボディトリートメントありまして、左下が今見せたサーマルエリアですね。1人だと80ドル1回、カップルだとちょっとお得になって120ドルで、今回は1週間ぐらいあると思うんですけど、もし投資で毎日利用し放題っていうプランだと320ドルっていう風に言ってましたね。かなりお得になります。そうするとでプラスサービスチャージ 15% ですね。はい、で裏面にはネイルとか、さっき散髪屋さんありましたけどね、ヘアカットもできるようになってます。コスメグッズが販売されているエリアもあります。ドクタージョセフというね、日本ではまだ販売されてないメーカーが販売されてるみたいですね。でやってきたのはカルーセルラウンジというところですね。これは船尾の方ですね。ここで寄港地の説明会というかね、こういう楽しみ方がありますよみたいなことを説明してくれるみたいです。そしてこれ会場に入る前には明日は函館に到着ということで、これ五稜郭の説明とか、あとは函館のガイドマップとかがありますね。で一番右手にはジャパネットクルーズ歓迎、これはクーポンを使ってお得に、これなんかドリンクサービスとか割引とかがつくんですね。でここは船尾になってるんで、奥の方オーシャンビューが綺麗に見える素敵なエリアになってますね。ど真ん中にはステージもあるんで、何かしらのショーとかイベントがたくさん開催されそうなところですね。すごいカルーセルラウンジ、これはちょっと低層階にあるから、やっぱりこの後ろ側の波しぶきがすごい迫力がありますね。船にクルーズ船に乗らないと見られない景色だ。ここで行われた寄港地説明会、こんな感じでジャパネットの循環バスの説明であったり、1日の旅行で巡ることができそうなおすすめのグルメや観光スポットを教えてくれます。これから行こうとするバスの知識があまりない場合は、こういう説明会に参加したらより観光を充実したものにできそうですね。通常のクルーズだったらこんな日本語で丁寧に説明してくれるなんて絶対にありえないんで、人によってはありがたいサービスですね。はい、でお昼時なんでそろそろご飯食べようと思ってるんですけど、ここの6階のプロムナードまたやってきて、この辺りには飲食店たくさんあります。まず向かい側にはこれお寿司屋さんとか鉄板焼き屋さんですね。後で見てみようと思いますけど、で今僕がいるここは6階のエリアですね。向かい側にはここがステーキハウスですね。ブッチャーズカットっていう風に書いてますけど、メニューがまたこんな感じで写真付きなのが嬉しいですね。中はこんな感じになってます。夜だったら結構薄暗くて照明がいい感じでね、ライトアップされてて高級感あふれる雰囲気になるんですよね。今お昼なんで外から光が入ってきてますけど、ランチももちろんいただけます。メニュー表はこんな感じで、左上が前菜、アラカルトメニューですね。この辺り下にはステーキ、デザートも書いていて、右手にはダイニングエクスペリエンスで42ドルで前菜、スープ、ステーキ、デザートがつくのかな。で上にはブランチのメニューとかも書いてます。
47だったらそんなに高くはないですね、船の中の割には。でドリンクはこんな感じでメニュー表があって、さっき言ったように10ドル以下だったら無料インクルーシブでいただくことができます。左の方に、ノンアルコールとワインもビールもこんな感じで10ドル以下は結構いくつかありますね。でジャパネットクルーズで限定でそのインクルーシブのものがまとめられたメニュー表も準備してくれてるんですよね。この辺りやっぱジャパネットクルーズは至れり尽くせりです。まずこの中心にあるのが牛フィレ肉ですね。これ実は上海から乗った時に食べたんですよね。美味しかった。赤身の風味たっぷりで、前菜でビーツとブラッターチーズのサラダ、クリーミーなこのブラッターチーズに周りに酸味と甘みのあるビーツですね。見栄えも素晴らしい。そして右手にあるこれがボーンマローですね。これ骨の中に詰まっているのがマローで、右手にあるなんか大根おろしみたいなやつがオニオンですね。あとはオリーブオイルとガーリックとバジルのソースか何かかな。そしてバゲット、ガーリックトーストで、最後中央これがニューヨークチーズケーキですね。いちごたっぷり、結構これ濃厚なチーズケーキなんでね、いちごで酸味を出してね、甘みと酸味のバランスを良くしてます。はい、でこれが T ボーンステーキですね。すごい見栄えが、ハワイ行った時とかね、ウルフギャングステーキハウス行ったらこれ頼みますよね、枠乗りチャンネルさんね。はい、頼みますよね。ハワイの動画で大人気の枠乗りさんですから。でこれは、さっきなんかコース料理の一品としてフィレは頼めたんですけど、 T ボーンはその中になかったんでちょっと高めですね。単品で注文する形になるのかなと思います。でステーキにはこんなにたくさんの種類のソースがありますし、これがサイドディッシュでマッシュポテト、スモーク、あとはスピナッチ、ほうれん草ですね。サイドディッシュもいくつかある中から選べます。こんな感じで T ボーンとフィレ2種盛りで注文することもできるみたいです。食べやすく盛り付けしてくれてます。はい、でパンもかなりこれたくさんの種類がいただきますね。バターもこだわりがあって、パプリカとメロン&ハニーって言ってましたね。はい、じゃあ前菜をまずいただきますね。このブラッタチーズとビーツのサラダですね。いやー、このクリーミーで癖のないブラッタチーズですね。口の中でとろけていきますけど、ちょっと酸味のあるチーズにこのビーツの自然本来のほんのりとした甘みがいいですね。相性抜群で、このソースもね、バジルとオリーブと、地中海料理で間違いない味わいですね。で次がボーンマロー。マロー、骨髄の部分ですね。食べたことない。全然癖がない。結構脂身がしっかりあって、なんかホルモンみたいな感じになるのかな。だけどこうついてるソースがこうバジル系のやつですごいさっぱりとしてて、オニオンもですね、脂身が出てるんだけど、このさっぱりさがちゃんとソースとオニオンにあるから食べやすい。さあそしてフィレ肉いっちゃいます。やっぱフィレはね、赤身ぎっしりでさっぱりとした味わいでね、もうグイグイ進みますね、このお肉だったら。さあそして T ボーンステーキいっちゃいます。メイン、うまい。いやー、この表面がしっかり香ばしく焼き上げられてるのがいいですね。表面香ばしいけど中はね、しっかりこうレアな感じなんで、赤身のジューシーな風味が広がっていきます。フィレはかなり赤身してましたけどね、この T ボーンのがね、若干こう脂身も感じることができて、やっぱこれが一番うまいかな。インクルーシブダイニングでね、ここまで高品質なお肉は食べられないので、やっぱ有料であるだけありますね。いやー、これは赤ワインが進みますね。乾杯です。森さん飲みすぎてます入ってませんでした、森さん。赤身肉と赤ワインの組み合わせ、もう優勝ですね。このワインも飲み放題っていうのがもう、これもね、やっぱジャパネットクルーズはね、お財布の紐もう1回乗ったら気にしなくていいっていうのが嬉しいですよね。うますぎる。そしてコースだったらデザートまでついてきますからね。ニューヨークチーズケーキ、アメリカンな味ですね。これはね、濃厚な甘みが広がっていきます。いちごの酸味が出てるんでね、甘みと酸味のバランスがすごくいいです。最後まで赤ワインが合いますね、これは。最後で、中央の吹き抜けのエリアあたりに来てみたんですけど、ここにクレジットカードとこのルームキーを
登録できる機会があるんですよね。ここでクレカと紐付ければ、このクルーズカードさえ見せればどこでも決済が1枚で片付くと。でジャパネットクルーズは2日目からこれ登録できるようになっていて、ここをタッチをしてこの辺ですね、タッチしてはい置いて、そしたら処理中になりました。で今これ多分 Wi-Fi とか買ったからこの値段が出てると思います。でアリペイも使えるんだな。中国でこれ使ったんですけどね。カードクレジットカード登録、はい、でこれでタッチ決済いけるのすごいですねこれ。でこれはなんかデポジットで250ドル先に引き落とされるみたいなこと書いてますね。承認されましたということで紐付け完了で、最終日になるとここの機械で最後にこれだけ使いましたよっていう精算の画面で金額を確認できるようになってます。アプリからでも金額が確認できます。さあそして今日はせっかくなんでプールで遊びたいと思います。こっちが船の後ろ側ですね。なんか歩けるところが上にありますね。ここ歩いたら海の景色眺めながらスリル満点楽しめるんでしょうね。そしてこっちの後ろ側見てみるとこんなに大きなスライダーです。これすごくないですか。本当に船の上の遊園地みたいになってますよ。スライダーがこの間乗ったコスタセレーナよりめっちゃたくさんあって絶対楽しい。煙突からもくもくと白いものが出てるのも絵になってますよね。いやーアドベンチャーワールドみたいな感じで楽しそう。でこっち端っこに来たらもうスライダーが海の方まで飛び出ちゃってますからね。これは絶対スリル満点じゃん。よしじゃあ乗ってみようかな。あれなんでこれ入ることができないようになってます。ライフガード不在の場合飛び込み遊泳禁止です。なんで今日中なのに。いやーまさかのこれ定休日ですねこれモーリーさんがいるとよく定休日になるんですよ本当。なんで今だって夕方の4時ぐらいだけど。メインプールの方はこんな感じでそれなりに人がいて、でも泳いでる人はあんまいないですね。ゲームが今開催されてますけど、せっかくちょっと着替えたんでね、このメインプールは楽しみたいと思います。今ちょうど人が少ないので入ります。よいしょ。これ海水だちょっと今口に入ったら海水だった。でもやっぱ気持ちいいわ。そんなに冷たすぎないからずっと入ってても全然寒くならない感じで、後ろでこんな感じでなんかアクティビティも開催されてるから、時間帯によってはねダンスとかミュージックが流れたり、こうやって楽しそうにしてる様子の中でプール真ん中入れるっていうのはね、いやワクワクします。やっぱこの船の上でプールに入るっていう特別感がいいね。いやでもこれ海の上航行してるはずなんだけど全然揺れは感じないですね。ここにいると今日は天気がかなりいいからだとは思うんですけどね。いやこの後ろ側にある建物がやっぱりいいっすよね。クルーズ船って感じ。いやジャグジーに使ってますけど、ここも気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。いいっすね。これはプールでちょっと体が冷たくなった後にゆっくり温められます。後ろがオーシャンビューですからね。いやこんな大海原見ながらお風呂浸かれるなんて幸せだわ。山見えます。あ、本当だ。奥ありますね。怪しい船。怪しい船怪しい船と山が見えてます本当だ。奥に山が見えますね。どこだろう今、宮城ぐらいですかね。お子さんとか若い方はあっちのスライダーとかね、プールでたくさんわちゃわちゃと遊ぶこともできますし、ご年配の方とかゆっくりしたい方はこうやってジャグジーでゆっくりと海の景色を眺めながらくつろぐことができますね。モーリーさんはどっち派ですか？どっちもいけます。わちゃわちゃもいけるし、ゆっくりもいけると。今これこっちの方角に太陽があるんでサンセットとかめっちゃ綺麗に眺められそうですよ。これ入ったまま絶対綺麗じゃんそれも。で今夕方の時間になってね、ちょっと下に降りてきたんですけど、皆さんね今日はフォーマルナイトということで結構ドレスアップしてるんですよね。でそんな中僕らはこんな感じでちょっと半パンでねプール行った後なんで浮いちゃってます。フォーマルナイト決まってますか？僕もねちゃんと襟付き着てるから
大丈夫ですかね。ダメです。出直してきます。ハーフパンツの時点でダメですね。はい。サンダルですから。ちょっとここは空気皆さんに合わせようと思います。さすがにね。はい、で今回ね海外旅行の帰りだったんで、さすがにタキシードとかめちゃくちゃ気合い入れて革靴とかを履くことはなかったんですけど、一応ジャケットは羽織ってスマートカジュアルというかね、その場にいて浮かないぐらいの格好にはしてきたんで、これで少しは空気に閉じ込めましたがね。今日は皆さんドレスアップしてる日なんで、こんな感じで写真をたくさん撮ってもらっていました。普段こんなにカメラ向けられることはそんなにたくさんないと思うんでね、これもまた非日常体験ですね。僕らは日常的にカメラばっかり見てるんで日常体験なんですけどね。ただこうやって撮られることはあまりないですからね、やっぱ気分が上がってきますよ。はい、で6階にあるフォトデスクでこのカードキーをここタッチすると、こんな感じで撮影した写真を見ることができるようになってるんですよね。モーリーさんもかっこいいじゃないですかこれ。いいですね。なんでね、船内いろんなところで本当に写真撮ってもらえるんで、もう積極的に写真とりあえず撮ってもらった方がいいですね。でその後ここで確認して気に入ったものがあれば購入するっていうところでね、本当綺麗に撮ってくれるんで、これはかなりいい思い出になると思いますよ。ね、こんな感じでいつもより2割増し3割増しにねかっこよく撮ってもらってます。で夜ご飯の詳しいことが分かりました。こんなダイニングパッケージっていうやつがあって、一番上の2階セットがブッチャーズのステーキハウスとシーパビリオン火鍋料理をいただけると。でその下の90ドルのやつは寿司バーとステーキハウスとオラタコスカンティーナっていうところ、この3つを楽しめますよと。で裏面こういうのもあります。4回食べれて120ドルでブッチャーズ、カイト寿司バー、オラタコス、シーパビリオン全部で4回食べれますよと。でその下にもディナー&シャンパンとか、特別なメニュー表もついていますね。こんな感じでセットで買った方が絶対にお得ですね。一個一個単品よりも1週間もいるとなるとどれかのパッケージ選択したくなりますねこれは。でこの電子パネルでもこれメニュー見ることできるんですよね。スペシャリティレストランを押してみると、さっきのメニュー表には一切なかったこの一番下の鉄板焼きですね、これも気になるんですよね。で押してメニューまでこのパネルで全部見ることができるようになってます。カイトこれはパッケージプランにはないので、この単品の中からしか選ぶことができないんですね。一番上から下までいくつかコースメニューがありますね。全てにでもこれ寿司と刺身もついてきて、鉄板焼きも楽しむことができるということでね、いやどっかのタイミングで行きたいですねこれは。で6階のこのプロムナードのところにオラタコス&なんとかあってね、ここがメキシカン料理ですね。で結構いい感じでですね、この食べ放題で 17.99 ドルで2人目は半額なんで合計30ドルちょっとで2名で食べ放題食べられるってことでね、結構ここはカジュアルな価格設定ですね。さらにハッピーアワーやってて、マルゲリータ1つ頼んだらもう1個フリーみたいなことを書いてますね。はい、ということで、メニューは一例はこんな感じでメキシカン料理ですね。タコスとかその他いろいろあります。で中の雰囲気もやっぱここのレストランは結構カジュアルめになってますね。はい、リーズナブルにいただきたい場合はいい感じですね。で上のビュッフェレストランの隣にシーパビリオンっていうレストランもあって、これが火鍋のレストランでお一人様25ドルなんで、これも比較的リーズナブルな価格設定ですね。ステーキハウスとかお寿司とか鉄板焼きに比べたら、ね、15階にありますって書いてます。で15階かな上がってきて、ビュッフェエリアの隣にあるここですね、シーパビリオン。今日はここで火鍋をいただこうかな。結構リーズナブルだったし。中入ってきたらこんな感じでかなり落ち着いた高級感ある空間ですね。でこれがメニュー表で25ドルで食べ放題ですね。右手に書いてるやつ全部選んで食べれる。でインクルーシブのドリンクメニューもこんな感じであります。火鍋がやってきて、これ右手がチキンのスープで左手がスパイシーのやつですね。いや台湾以来の火鍋だから楽しみだ。はい、それではどっちが言うんや。それではね、お楽しみの夕食の時間、ビール今日のまだ飲んでなかったんでね、飲みたいと思います。小屋さんと、
中国帰りなんですけどね、ちょっと中華が恋しくなったんで火鍋をいただこうと思いますね。まさか火鍋があるとは思ってなかったです、クルーズの中で。乾杯。うまい。いややっぱね、こうやって仲いい友達と一緒にお酒を何杯も飲んでワイワイできるっていうのはいいですね。いやノンアルコールビールやバレましたか。あまり強くないんで、ここぞという時にちゃんと飲むようにします。ビーフ、はい、やってきましたね。まずこれが牛ですね。そして豚肉で、手前側がチキンで、これがカレーですね、お魚。あとは豆腐にヌードル、そしてお野菜たっぷりで、一番手前側には春雨と、これが25ドルで食べ放題。いや、いいですね。ここもみんなでお鍋パーティーとかしたらめっちゃ楽しそう。はい、そして火鍋はここに、薬味みたいな調味料がたくさんあるんですよね。スパイシーなものから風味豊かなものからね、ニンニクもありますし、こっちには塩、砂糖、胡椒、ごま油、オイスターソース、黒酢、この中から、自分でオリジナルのソースというかつけ汁を作っていただくんですよ。いやちょっとこれでも何混ぜていいかよくわからないんでね、醤油にちょっとチリオイル入れてみるか。この辺はちょっと一回経験とかしないとわからないですね、何が美味しいか。あとこのクロスも良さそうやな。クロスと、あとはネギとかパクチーとかガーリックもおすすめって言ってましたね。パクチーも僕大好きなんで、ちょっと入れようか。揚げニンニクなんかいろいろ入れたけど大丈夫かな。美味しいか。よし、試してみよう。よし、じゃあいきます。まずはしっかり煮た方がいい鶏肉から。めっちゃレンズ曇る湯気がすごい。鶏肉で、次に豚肉、そして牛もいっちゃいます。よし、いただきましょう。めっちゃ沸騰してる。いい感じでお肉類が。さあ行きましょう。火鍋なんかね、これ普通にそのまま食べてもうまそうなんですよね。日本人はこのそのまま食べた方がいい気がするんだよな。いきます。これはうまいぞ。鶏だしがいいっすね。この水炊きですね。鶏だしが日本人には合うわ。これうまいわ。博多の水炊きだ。豚肉がやっぱこの鶏だしに合いますね。牛もなんか牛麺みたいな味がしますね、これね。いやでもせっかくね、自分でこれ作ってみたんで、もう適当に入れたこのソースがね、意外と美味しかったりする可能性がありますよ。豚肉がやっぱ一番この鶏だしスープに合います。牛はちょっと味付けをこれ加えてね、いただきます。意外とうまいぞこれは。牛肉はやっぱこの鶏だしだとなんかね、物足りなさがあったんですけどね、つけたらめっちゃうまくなりました。意外とうまいですね。チリオイルがね、いい感じのアクセントになってる。さあスタッフさんがね教えてくれたこのソースは間違いないと思うんで、このピーナッツソースみたいなのいただきます。この濃厚なピーナッツの甘みと牛肉が意外と合いますよ。パクチーもいいね。いや意外とこれソース全部美味しいですわはい、これうまいですよ。ぜひつけてみてください。小屋オリジナルです。小屋オリジナルソース、僕のもうまいですけどね。モーリースペシャルですね。モーリースペシャルいきます。なんかナッツめっちゃたくさん入ってますね、これねナッツがこれと似てる。スタッフさんが教えてくれたやつ。ピーナッツソース。ピーナッツソースと牛肉意外と合います。本当うまい。牛肉が合いますよね。豚はやっぱ鶏だしがいいですね。いや全部ビールと合うわこれ。最高。うますぎるこれ。同じですよ、味は。同じですよ。ただアルコールがないだけですからね。いやでも鍋とビールはやっぱね合いますよ。さあ火鍋いきましょうか。こっちのね全部火鍋か。このスパイシーなやついきましょうか。で僕ね八角があんまり好きじゃなくて、こっちのスパイシーはね八角入ってるってスタッフさんが言ってました。だからちょっと食べられるか不安なんですけど、でもチキンが普通に美味しかったから牛肉。でも辛いのが好きだから悪くないかも。
意外と食べられる。このなんか辛ラーメンみたいなね、ピリッとした癖になる辛みがあります。これうまいかもしれない。これだったら牛肉はこっちのスパイシーの方が合いますね、このチキンの出汁よりも。いやこれはねお酒が進みますね。いやお酒じゃないけどな。最後。いや今日は何杯でもいけそうですね。これはオールインクルーシブ、オールフリー無料です。うまいっすね、これ25ドルいいっすね。お酒はまあそのジャパネットさんだからインクルーズされてるんで、でもこれ多分ジャパネットクルーズじゃなかったらお酒とかはどんどん別料金で払っていかなあかんので、僕の場合やとやっぱもう100ドルとかいっちゃうじゃないですか。お得っすね。全く同感です。これで僕は喋る必要がないです。僕も映ってた。はい。日本でも普通にこれ、鍋はね、これ食べて飲んでたら5000円ぐらいある。いやするでしょうね、飲み会とかでね。これはおすすめできますね。25。なんでこんなに人がいないのかちょっと謎ですね。人もいないし、そう落ち着いてますね、おかげでね。だからみんな多分メインコースの方にやっぱ人気があってインクルーシブだから行ってる感じですね。そっちは結構ガヤガヤとしてますから。これぞまさに大人の穴場旅行先、穴場スポットですね。いやいやそれ俺のコメントやん。はい、そしてディナービュッフェも来てみたんですけど、この辺は初日見たのと同じ感じかな。ピッツァがずらーっと並んでて、でこっち側来たらコールドミールがありますね。モッツァレラチーズとか、この辺もチーズ、そしてパンでご飯とクリームスープ、エビの風味みたいな風に書いてるものがあって、ここにはパスタが並んでます。まあこれもお昼あったようなものと同じ感じかな。こっち側右手に行ったらサラダがずらっとあって、ドレッシングでこの辺もサラダの盛り合わせで、ライブキッチンですね。初日はなんかビーフのやつがありましたけど、夜はチキンが見えてます。グリルトマトとで、ここにもおかずがチャーハンや各種グリル、右の方に焼き野菜もありますね。この辺にもおかずがあって、これも初日お昼ありますけどね。ハンバーガーとかも左手の方までずらっとあります。そしてまたパンが並んでて、ここには冷菜サラダみたいなやつかな。はい、こんな感じで、ここの右手もライブキッチン、お昼とちょっと変わりましたね。まあお昼あるものがベースにあって、ちょっとおかずがところどころ変わってるっていう感じですね。クッキーとデザートで、最後フルーツもずらっとで、まあ後ろは今お客さんたくさんいるんで映さないで、こっちの人がいないゾーンを映させてもらってるんですけど、夜の雰囲気こんな感じで、夜はビュッフェ会場は結構空いてますね。やっぱみんなメインダイニングに行くので、逆にメインダイニングは昨日見た感じだとね、結構ちょっと並んでたりすることがあったんで、はい、賑わってます。そして夜になるとまたこんな感じで船内新聞が届いてますね。まあこれがやっぱりジャパネットクルーズならではで事細かな説明があります。明日この循環バスで函館の方に出かけようと思ってます。で、左手のこの朝一の8時半のやつに乗って朝一でも行こうかな。で、早朝運行は函館のみって書いてますね。朝一があるから。あとは開くとなんかカラオケ大会とか、あとはピックルボール対決みたいなね、みんなで楽しめるイベントも日本語でちゃんと説明してくれてます。ちなみにランドリーサービスの時にちょっと説明はしましたけど、ランドリーサービスが普通にやると、ちょっと高いっていうふうには思ったんですけど、この右手ですね、ランドリーサービスパッケージってやつ、これが上が45ドル、下が64ドルで、上が45ドルで20点クルーズ期間中出せる。で、下は64ドルで40点までクルーズ期間中に出すことができると。これもパッケージサービスを利用すればお得に選択することができるようになってます。そして今夜はロンドンシアターにショーを見に来ました。ダンス、歌、アクロバットなど多彩なエンターテインメントが繰り広げられます。プロのダンサーや歌手が出演して、クオリティの高い演技と音楽で観客を楽しませてくれますね。今夜のショーは本当に中身が多彩で、ずっと見ていて飽きることがなかったですね。個人的にめちゃくちゃ良かったなって思ったのが、このラテン系の音楽に合わせて踊るダンスですね。個人的にスペインが大好きなんで、まるでフラメンコを見ているかのような
そして途中から単語のようなダンスにも変わって、ラテン系のダンスってなんでこんなにも人を引きつける力があるんだろうなと感動もんです。エンターテインメント、遊びを本気でやっているんだっていう情熱を感じられますよね。いや、これはもう一回見たくなるショーですよ。こんなハイクオリティなものがインクルーシブ無料で何度でも毎日見ることができるっていうのはやっぱり素晴らしいですね。クルーズ、普通に街に出てこういうショーを見に行くにしたら何千円もしくは何万円かかったりしますからね。明日はパーティーしてましたけど、上に出てきたらこれ映画をやってるんですよね。結構これ迫力ありますね。普通に音響もしっかりしてるし、映像もでっかいんで、ビッグスクリーンで普段こうやってオープンエアで映画見れることなんてないと思うんで、日本でね。結構これは非日常感味わえるんじゃないでしょうかね。でもこれ英語の字幕しかないんで、あそこにいる人たちはみんな英語喋れる人なんですかね。いやいや、日本語吹き替えやろ。本当だ日本語喋ってました。まあさすがそうですよね。ジャパネットクルーズさんがそこをねサボるわけがないんで、なんで安心して日本語で楽しめます。ショーが終わってまた中央の吹き抜けのところ、今度は6階にあるバーに来てみました。注文したのはアイリッシュコーヒーです。これ今ハマってるんですよ。日本で山荘天水っていう日田の旅館泊まった時に初めて飲んだアイリッシュコーヒーがこれめちゃくちゃ美味しくてね、これはコーヒーとウイスキーが混ざったドリンクですね。寒いエリアに住んでる人たちがこれ寝る前に体が温まるから飲むらしいです。うわ、めっちゃいい香りするこれ。いやー、うまい。やっぱこれ、エスプレッソが入ってると思うんでコーヒーの風味もちゃんと出てるし、そこにウイスキーのお酒のこの上品な香りも一緒にダブルで楽しめるっていうね。そこに生クリーム乗ってるんでまろやかさも加わってます。寒いエリアの人たちはねこれ飲むらしいですけど、普通に考えてこれカフェインとお酒なんでね、眠る前に飲んだらちょっと睡眠の効果が下がりそうなんですけどね、そんなことは気にしなくていいぐらいうまいです。今日もたくさん遊んでいい気持ちで寝れそうですね。はい、おはようございます。翌朝になるともう朝起きた瞬間に北海道に到着してました。これがやっぱりクルーズ船の醍醐味ですよね。移動している間、寝ている間に寄港地まで移動できちゃうっていうね。なんかおはようございますって今アナウンスが入ってますよね。そして到着したら今奥の方に真ん中ら辺バスが走ってると思いますけどね。これは多分フェリーから出発したバスなんじゃないのかなと思いますけど、今右下に多分バスがあるのかな。せっかくの久しぶりの北海道なんで函館街に繰り出そうと思います。この後で下船は4階から降りることができました。昨日いた吹き抜けの一番下が5階なんでね、そのもう1個下セキュリティゾーンみたいなところがあって、クルーズカードを見せたらひょいとあっという間に降りることができましたね。そして真下から眺める MSC ベリッシマ、これはまた大迫力で、外に出ると左手の奥の方には無料循環バスがたくさんありますね。あれに乗って観光地、観光スポットに向かうことができるということです。観光案内とかもね左手にあります。そして船の船首の方までやってきて、先頭から見るとこれは素晴らしい景色ですね。まさにクルーズ船っていうのがここからだと一番よく伝わるかと思います。この函館の南は周りにこう建物が少ないのかな。比較的他の港に比べて船の前景が望みやすいっていう風に言ってましたね。でも間近で見ると本当に想像以上にでかくてもびっくりしますよね。で、函館街中はまさにこっちの船が正面向いている方角だと思いますね。あそこに
函館山ですね。ロープウェイ、夜景きれいに望めるところ、山がありますけど、こっちの左手側が市街地になります。でせっかく全景が見えるんで、どの辺に何があるかっていうのをちょっと説明しましょうかね。これ船の後ろの方にこれビュッフェ会場とかオールデイダイニングですね。オールデイダイニングは下の階、レストラン会場が後ろになることがクルーズ船はほとんどですね。で一番後ろの上のところになんかアミューズメントパークのようなプールがあって、この辺ですね。でこっち側ちょっと真ん中の方に行くとメインのプールがある形ですね。で下の階に行けば大きな吹き抜けがこの辺にあって、そこからプロムナードがずらーっとね、豪華な街中のような通路があります。で一番先頭の方に行けばシアタールームがありますね。あとはヨットクラブラウンジアクセス付きの上級客室も一番先首の方にあります。そこにヨットクラブ専用のレストランとかラウンジもついてます。あとシアターに加えてアウレアスパですね。スパのエリアもこっち側にあるようになってます。基本一番後ろにレストランがあって、一番前にシアターとかスパがあるっていうのはどのクルーズ船も似たような感じの配置になるんですよね。で真ん中に受付であったりちょっとしたショッピングを楽しむエリア、そしてプールですね。奥に見えていたあのバスはオプショナルツアーの観光バスですね。で街中の観光スポット循環バスはこっち側です。たくさん人並んでますね。結構たくさんの人がこんな感じで並んでるんですけど、バスの台数もたくさんあるんであっという間に乗ることができました。函館到着して右手に駅があって、朝一早速行きましょう。こんな感じでね、循環バス分かりやすく旗があるんで迷うことはないですね。快適でどっから乗るかもね、こうやって係員の方がちゃんと案内してくれてるんで、今目の前でね並んでください。いやーめちゃくちゃ久しぶりの北海道。最近北海道に来ることがあまりなかったから、こうやってクルーズきっかけに普段なかなか行けなかったところに寄港できるっていうのも魅力的ですよね。北海道グルメを堪能するぞ。右手が駅で、駅出てこっちの函館山がある方面に進んでいったところに、すぐに朝市があると思います。函館は基本的にここの通りずっと奥に進んでいけばたくさんの観光スポットがあります。でここが函館の朝市があるところですね。たくさんのお店が並んでます。海鮮を楽しめる。そしてこっちの左手にも目の前、ここにラッキーピエロがありますね。これも函館の B 級グルメとしてめちゃくちゃ有名ですね。ハンバーガー、ファストフードを食べられる。この恵比寿食堂ってところは結構聞いたことがある、有名なお店ですよね。こんな感じで、うわー美味しそうな海鮮丼がたくさん並んでますね。こんな詰め合わせもあるのでお土産を郵送することもできますね。さあそして Google の評価が高いところ、チャムっていうところにやってきたんですけどね、なんと定休日でした。これは昨日のプールに引き続き、この人と一緒に来るとどうしても定休日に出会ってしまいますね。定休日の神やな。そんな神いらんわ。でもう一つちょっと評価の高いところ見つけたんで、ここ食べてみようと思います。稲葉魚介園で、ここは、お肉もありますけど、海鮮はメニューがこれですかね。焼き料理をいただけるんだな。ここはイカ焼きとかホタテ焼きとかカキとかいろいろ、カニもありますね左手。スタッフさんがここでしか食べれないものといったらやっぱりこの毛ガニがいいっていうことで、タラバだと1万ぐらいするんですけど、毛ガニだったら5、6千円でいける。せっかくめったに来ない北海道なんでね、ちょっと奮発してカニを注文しました。あとホタテもいただこうかな。真ん中の裏面にはこんなサイドメニューも、ドリンクも右上にありますね。カニもこれ生きてるやつをいただけるんですけど、ホタテもこれ生きホタテって書いてますね。いやーちょっとテンション上がってきましたね。もう船でいい旅をして、やっぱ函館はグルメが最高だから、もうね食が満たされるとやっぱ旅がもう楽しくなっちゃいますよね。じゃあ乾杯です。乾杯します。小林さん。
朝の10時。朝の10時。カニもテンション上がって今喧嘩してましたね、ここ2人でね。いやー、朝一番のビール最高っすね。ノンアルコールです。普段飲まないです、朝は。まあ、僕も朝なんか普通飲まないです。飲まないですね。まあこれが非日常です。いいですね。はい、普段できないことをやる。自由です。自由。今晩食べるまさに自由。カニがやってきましたよ。これがこれは多分刺身刺身ですね。すごい。焼いたやつは焼いたやつで。刺身も食べられるんですね。両方焼きガニと。めっちゃうまそう。思わず朝から日本酒を注文しちゃいました。こんなん初めてですよ。そしてエビに加えてホタテもめっちゃでかいぞ。このホタテちょっと分かりづらいかもしれないですけどね。これ甲羅がほら iPhone15 と同じぐらいのでかさがあります。さあ行っちゃいます。北海道でこんな生きたカニを食べるのは人生で初めてですよ。ビュッフェとかで出てくるのはね、さすがに冷凍が多いと思うんで、他のお店でもこうやって丸ごと1匹提供しない場合は冷凍ですっていう風にお店の方が言ってました。これはめちゃくちゃ甘みがあるすごい。いや、北海道ね、今夏なのにこんなに美味しいカニ食べられるなんてさすがだわ。これはお刺身なんで日本酒が進みます。海鮮と日本酒最後。さあ次はホタテいきます。こんなでっかいホタテ食べたことないぞ。すごいな。さすが北海道の本格の市場は違いますね。でかい。いや、めちゃくちゃプリップリ。しっかりホタテだけで甘みがあってめっちゃうまい。うわ、最高だな。朝からこんなに美味しい海鮮食べれるなんて。いやー、これ醤油つけたらまたうまいな。これはビールが止まらんすよ。最高。いや、こんな激しい朝はね、正直今まで経験ないですね。さっきまで優雅にクルーズ船乗ってて、降りてすぐになんか、こういうスタイルもいいじゃないですか、旅のね。庶民的というか、なんていうか、カニが来ましたこれです。今度は焼きガニが、焼きガニ？蒸しガニかな？出てきました。めちゃくちゃうまそう。こんな丸ごと1匹食べるの初めてだ。上海ガニ以来かな。でもまた上海のカニと違うと思うんでね、これはね、北海道が一番美味しいに決まってるんですよ、海鮮は。奥には味噌も見えてる。いただきます。さあいただきましょう。これは初めての北海道での毛ガニ。足がちゃんとね、こんな感じで割ってくれてました。食べやすい。スルッと取れた。うまっ。めっちゃうまいこれはもうスイスイあっという間になくなっちゃうわ。この1匹あってもボディも甘みがすごい。これはうまい。やっぱもう何も調味料つけなくても、もうカニ本来でも甘みが十分出てるし、でも醤油つけてもまたうまいな。より甘みが増して。いやー、やっぱ北海道のカニはちょっと違いますね。これね、もう臭みがゼロ。本当にカニ本来のうまみ甘みが存分に味わえますね。モーリーさんに教えてもらったんですけど、カニ味噌に日本酒を入れると美味しいそうです。人生初チャレンジ。じゃあいただきます。これいいっすね。確かに。はい、日本酒にこうほんのりとカニのエキスというか風味で、こう味噌の濃厚さがちょっと加わって、これうまいですね。夢です。日本酒好きの夢 by モーリーチャンネルです。夢のジャパネットダカタですねちょっとおかしかった。で右手が駅の方向で、この右の建物の中でさっき食事したんですけど、その隣のこの函館朝市ですね。こんな感じでたくさんの人で賑わってますけど、この中に午前中しかやってないこだわりのコーヒー屋さんがあるみたいなんで行ってみます。ここですね、十字屋コーヒー店。豆も販売している、本当にこだわりのある自家焙煎っていう風に書いてますしね。コーヒー楽しみだ。食後の一杯。こんな感じで着岸するクルーズ船の名前がいっぱい入ってるんですよね。一番左に MSC ベリッシマもあります。いや、すごいですね。こういう歓迎ムードは本当に嬉しい。
でメニューはこんな感じで、ハンドドリップで一番上のブレンドコーヒーを頼もうかな。あ、でもここにあるカタラーナもうまそうですね。カタラーナはね、スペインのカタリナ地方バルセロナとかで食べることができるやつなんですけど、やっぱ函館らしくね、ちょっとこう西洋の文化も入ってるっていうところですね。コーヒー&カタラーナセットにしよう。こんな感じでこだわりの豆ということでね、豆をお土産で買って帰ることもできます。でこのお店はなんと本店が北海道で初めてコーヒー豆を提供販売を開始したお店みたいですね。で初めて新聞広告を出した時のその広告がこんな感じでマグカップに描かれてるんですね。そこまで歴史のあるコーヒー屋さんなんだ。さあそしてやってきましたカタラーナです。表面にちょっと硬さがあって、ブリュレプリンみたいな感じなのかな。はい、じゃあコーヒーをいただきます。取材ですか？あ、ベリッシマの取材で、そうも一緒に乗ってはんの？そうです。そうですか。水森さん見はった？あ、見てないんですよ。ちょっと仕事でやっても、昨日だったんですよね。昨日だった。声やな。よかったですか、歌。よかった。面白かったよ。いいですよね。でもあんな有名な人のライブをまさかクルーズに乗って聴けるっていうのはね。あ、これはバッテリーです。あ、これ、なんか持ってるものが一つ一つがかっこいいですもんね。いいですね。すごいバランスのいい味わいで、やっぱ入れたてだから風味が豊かで、そうやわな。美味しいですね。直火入りのルワンダと中入りのコスタリカとアサリのブラジルにしました。その入りが違うやつがブレンドされてるんですね。しっかり深みのある味わいです。ああ、よかったね。これは何？これはカタラーナっていうスイーツですね。スイーツな。美味しいよね。美味しいですね。美味しいよね。セットがあるんです。セットがある。セットになってんの。あ、売り切れちゃった。あ、売り切れちゃってます。人気なんですね、カタラーナ。上にちょっと糖分があるな。そうですね。この上にカラメルみたいなサックサクの甘さがあるこの食感がいいですね。サクサク食感。で中がちょっとこう、カスタードというかプリンというかね。これはでもなんかちょっとこう。うちの水出しコーヒーが練り込まれて。そうですよね。コーヒーの味わいがありますね。これは。素敵やな、オリジナルでやな。ね、オリジナルでコーヒーを存分に堪能できますね。なるほど。うまい。美味しい。でさっきも言いましたけどね、やっぱり外国の文化をこう色濃く受けた函館なんで、こういう西洋風のねスペインのスイーツが食べられるっていうね。なるほど。いいですね。でもこれ下がちょっとアイスみたいな食感なんですね。そうですね。今夏ですし、この食感もいいですね。今回ジャパネット初めてなんですか？乗ったのは。初めてです。どうですか？私一番安い部屋で。リーズナブルなところに。そこへ行こう言うたら、やっぱしちょっとこれ失敗したかなと思った。やっぱし部屋でそんなに長いことおらへんわと思ってたけど、体力的にあっちこっち待ってたら続けへんなって。なるほど。ゆっくりしたいときはお部屋でもしたいときがある。ありますね。もうちょっといけるかな思ったけど、やっぱり体力が。なるほど。参考になりますね。確かに。やっぱバルコニー付きのちょっと奮発しての方が満足度やっぱ上がる、間違いなく。でもやっぱゆっくり寝てくつろいで気づいたらこう寄港地にいてすぐ観光できて、バスで便利に行けるのはいいですよね。そうね、うまいことしたね。僕もそう思います。あれはそれはうまいことしたるわ。でもなんでその長期旅行でクルーズを選んだんですか？クルーズでなきゃいかんのこともなかったんけど、だけど電車の乗り換えも相当しんどいじゃないですか、行くにしたら。船がやっぱ移動が楽ですか？楽やな、これええな。荷物も置いたままやもんな。そうか、荷物も置いてだから私は家からスーツケースをベルシマの方へ部屋の前まで置いてもらうように。それを使ったんですね。便利ですね。便利や。スーツケースを持って動くっていうのはもうえらいもの。なるほどな。助かってるわ。だからもういろんな面で便利というか、移動も楽で、持ち物もそうやって。そう。もうこのリュック一つやね。ああ、いいですね。で気づいたら寝たら朝も旅行先ついててバスで全部観光地有名なとこ巡ってくれる。そうなんです。いろいろ調べなくてもええね。
えてくれます。そじゃあやっぱ申し込んでよかったなって。うよかったな。ああ、よかっで客室の部分はちょっと反省というか。そう反省。た。もうちょっと奮発しとけそうば。そうやなるほどなるほど。ほんまほんま。まあでもこんな感じでね、船内でいろんな人と仲良くなるようなチャンスもあるでしょうし、寄港地って船一緒に乗ってる人と出会うとこれで仲良くなるチャンスはたくさんあると思いますね。なんで友達もできやすいと思います、クルーズ船は。私はもう初日から同じ人と一緒に行こうね、一緒に行こうねって言ってて、じゃあ仲良くなったんですか？うん仲良くなって。知らない人だけどそう話して仲良くなった。そう。で、その人とずっと食事も一緒やね。すごいですね。じゃあ船の中で友達できたんですね。そうそう素晴らしいですね。でもそういうのもいいですね。なかなかやっぱこう簡単に友達ねそうできないですよね、そんなに。それもいいですね。そして次は金森赤レンガ倉庫にやってきました。ここの目の前にバスの停留所がありますね。このエリアで観光やグルメを楽しむもいいですし、奥の方には稲佐山じゃないや、稲佐山は長崎ですね、函館山が見えていて、あそこの上から素晴らしい景色を望むこともできます。夜景が有名ですけど、お昼はお昼でまた違った景色を望めて見応えがあるんですよね。時間的に全然、観光スポット全て巡ると結構バタバタとするでしょうけど、場所を選べばあそこも登ることができると思います。で右手にはこんな港の景色が広がってます。ベリッシマ見えるかな、海の方に。あそこ見えますね、奥。やっぱり他の船と比べ物にならないぐらい大きいから明らかに存在感放ってますね。この真ん中に見えているベリッシマ。でここの港エリアにもラッキーピエロがありました。さっき駅前にもあったやつです。本当に有名な B 級グルメですけど、ここの店舗であれば奥の窓側のところに座れば海の景色を眺めながらいただくことができるんですね。席数も多いです。154席。確かにハンバーガーめっちゃうまいんですよね、ここの。ぜひ食べたことがない人は食べてみてください。スターバックスもやっぱ函館は普通じゃないですね。このレトロ感あふれる感じが素晴らしい。今回僕ねずっとクルーズ船乗ってるんで、動画編集、動画のアップロードとかね、 YouTuber は結構高速回線が必要だったりするんで、飛行地でスタバでちょっとお仕事とかねできるのはありがたいです。でもう少し進んでいったところには見えました、長谷川ストア。ここの焼き鳥丼がね気軽に買えて美味しい B 級グルメとして有名なんですよね。以前来た時もこれ食べたんですけどね、また食べたくなりますね、この焼き鳥丼は。正直今回はちょっと寄港するだけなんでね食べないですけど、おすすめですよ。で今元町を軽く散歩してるんですけど、坂道を登りつつ散策しつつ、西洋風の建築物、有名な建物がいっぱいあるんで、こういう建物をゆっくり散歩して見回るのも函館の旅行の楽しみ方の一つです。で反対側見てみると、今いる場所が元町公園という場所で、だいぶ坂道上がってきて高台にあるんで、ベリッシマがまたこうやって見るとでかいですね。もう周辺にあるどの建物よりも明らかに異彩を放ってます。函館は本当にクルーズ船たくさん止まるんでね、毎日のように違う船があそこに着岸しているんじゃないかっていうくらい、この景色は日常的に見ることができると思います。はい、で次にやってきたのは函館ウニ村上。結構人気店ですね。ここは海鮮丼ウニをいただこうかな。はい、でこれがメニュー表ですね。こういう御膳とかもあるし、サイドメニューも結構たくさんありますね。ウニやイクラ、ウニがこのお店はメインになるのかな。天ぷらとかもねありますし、ビーフ丼ウニセットとか、これにしようかな。丼ウニ丼とかね、3色丼がサーモンイクラウニ全部楽しめるんで良さそう。はい、注文したのは3色丼の S サイズですね。S サイズなんでそこそこの値段しますけど、この味噌汁の器よりほんの少し大きいぐらいなんで、サイズ感はちっちゃいっちゃちっちゃいですね。でもかなり品質はいいと思うんで期待ですね。でモーリーさんはこれウニ好きみたいなんでね、ウニ丼でウニどっさり乗ってます。いただきます。北海道といえばこの海産物っていうね3つが並んでますから。ウニうまっ。
僕ね実はウニそんなに好きな食べ物ではないんですよね。やっぱ美味しくないとことかで食べるとかなり生臭さがするっていうか、生臭い味があんまり好きじゃない僕でもね、やっぱりこれ北海道で食べるウニはしっかり甘みがあって臭みもなくてうまいわ。イクラもご飯と一緒にいきます。いやうまい。サーモンもいやーしっかりとろみがあって甘いっすね。サーモンも全部の海産物でも甘みがしっかり出てる、自然本来の。いやこれめっちゃうまい。ウニとイクラをそんなに普段食べない僕でもこれだったらおかわりしたいっすね。いやこれちょっと器ちっちゃくて大丈夫かなっていうふうに思ったんですけどね、やっぱ質高いっすね。これはいいっすね。まあさすがにねやっぱりクルーズは楽しいですし、レストランとか飲食店の選択肢もたくさんあるんですけど、もうね1週間乗ると、例えばビュッフェとかね飽きてくることがあると思うんですよ。やっぱそんな中でもこうやって寄港地にたくさんクルーズの場合は寄ってくれるんで、その土地ならではの本当に日本だったら特にねもう美味しいご飯食べれるっていうのはねやっぱ魅力的ですよね。これは満足度高い。で実際に今回ジャパネットクルーズで初めて寄港地寄ったんですけど、以前乗った普通のクルーズというかねコスタセレーナ乗った時は鹿児島港に着いた時にもう鹿児島港って路線バスとかがないんで、正直タクシーとかの移動で結構移動費でお金がかかっちゃったんですよね。だからそんな中でもジャパネットクルーズだったらもうバスもインクルーシブってなるとやっぱりコスパいいんじゃないですかね。はい、鹿児島着いた時タクシーで片道4000円ぐらいしたんで、1人当たりでも2000円ぐらいか。だからいろんな寄港地寄るってなるとどうしても交通費かかってくるはずのところが全く交通費周遊バス使って有名どころだったらかからないんで、もちろんね追加のツアーとかだったらかかっちゃいますけど、改めて言いますけどね使い方によってはかなりコスパいいですね、ジャパネットクルーズは。はい、そして最後に函館駅の中にあるお土産売り場でいつも北海道に来たら買う大好きなお菓子ロイズのポテチチョコと六花亭のバターサンド買って船内で食べます。こんな感じでいろいろ食べたり買ったりしちゃいますよね。やっぱこの MSC ジャパネットクルーズの経済効果はすごいみたいでね、この着岸する日は圧倒的にいつもより観光客が数増えるみたいです。はい、市場の人が言ってました。で再び駅からバスで帰ります。これは楽ちん。今の時間はそんな並んでないし。はい、そして再び港に帰ってきました。さすがにねやっぱり観光でちょっと歩き疲れたりすると思うんで、こういう風に寄港地で旅行すると、そんな場合でも船に帰ったらもうすぐに休んでゆっくりできるっていうのがやっぱり素晴らしいですね。このクルーズ旅動くホテルですから。函館観光から帰ってきて今5時過ぎぐらい、出港が7時なんでもうちょっとまだ時間がありますね。で目の前に見えてるのは今これ津軽海峡フェリーですね。ここの函館と青森の港をつなぐカーフェリーになってます。フェリーもね動画結構たくさん出してるんですけど、この津軽海峡フェリーはまだ乗ったことがないですね。いつか乗ってみたい。はい、そしてまたお気に入りのこのプールサイドの上にあるラウンジにやってきたんですけどね、やっぱりこの寄港地に寄った後にクルーズ船にまた乗り込むこのワクワク感がいいですよね。さすがにずっとクルーズの中で過ごしてると、少なくともちょっとした飽きが来ると思うんですけど、こうやってちょっと観光を間に挟むことによって何度も船に乗るワクワク感、これを味わえるっていうのもクルーズの魅力ですね。本当疲れて帰ってきてホテル感覚で利用することができて、で今回のこのジャパネットクルーズはこういうバーとかラウンジをカフェ感覚で何度もお財布の紐を気にせずに楽しめるのがやっぱり素晴らしい。カフェラテ飲みながらちょっとゆっくりします。はい、そして6時になって函館港を今出港しました。すごいですね。結構前から30分ぐらい前からね、あそこでお見送りのイベントを開催してくれているんですけどね、地元の人たちが。いやー嬉しいですよね。でもこうやって地元の人たちがたくさん歓迎してくれるとね、心温まります。
なんかね、イカ言ってますけど、これ函館の歌なんですかね。函館イカが有名っていうのはなんか聞いたんですけど、そこまで全面的に押し出すほど有名なんですね。知らなかったわ。東京港を出発した時もこのサンセットバーからの景色がとっても綺麗だったんですけどね。函館も今こっち側が陸側というかね、町側の景色見えてるんで、とっても綺麗な景色が広がってますね。こっちの奥の方が函館の市街地になるのかな。今目の前に見えているところがベイエリア、そして元町ですね。観光していた右側にちょっとポツンと出ているのが函館山ですね。この時間帯はとっても綺麗な夜景がロープウェイの頂上のところから見えるんでね、たくさんの人たちが夜景を楽しんでいることでしょう。はい、お楽しみの今日はイタリアンナイトのディナーになります。こんな感じでテーブルの上もイタリアンカラーに彩られていますね。で、ディナーのメニューは当たり前ですけど、初日来た時とメニューが変わってます。左手の前菜、サラダ、スープ、パスタ、リゾットですね。次のページにメイン料理、タイにラム肉に牛肉、野菜フリッター。いやー迷いますね、今日もまたこれは。で、最後デザートですね。どうしよう、ティラミスかな、イタリアっぽいから。はい、まず1品目はカラマリとエビのフライですね。今日もモーリーさんと品がかぶってますよ。全部同じかまた。さあ、では今日は特別な夜ですからね。イタリアンナイト、シャンパンで乾杯です。イタリアンナイト、シャンパンで乾杯。いやーうまい、最高。今日はね、このイタリアンナイトっていうことで衣装をね、白、赤、緑、イタリアの国旗でみんなで揃って楽しい夜を過ごしましょうみたいな、そういうコンセプトで行われるディナーとパーティーがあるんですよね。なんで僕もね、ちょっと気合い入れて、ほらこれ白と緑を買ってきたんですよ。これ前日ね、福岡で家から天神に繰り出して今日のために買ったものなんで、これいい感じでしょ、ね、もうイタリアンですよ完全にね。森さん、はい、イタリアンですね。僕ももうこの日のために白のね、旅やちこと T シャツ作ったんですよ。マジっすか長かったっすよこれ。元祖は黒ですからね。あ、そうです。それを今日のためだけに白バージョン白バージョン作った。でもやっぱこういう風にみんな同じ色で確かに揃えるってね、テンション上がってきますね。はい、だから後ろちょっとボケてるとは思いますけどね、皆さんその色で揃えてめっちゃいい雰囲気です。こっちにあるやつ、こういう感じになってます。いや僕これこうしとったら大丈夫だよ。これで確かに。じゃあ僕も赤足りないからこうすればいいんですこれでイタリアですよいただきます。2回目のメインダイニングのディナーはどうでしょうか。カラマリっていうのはイカのことを言ってるんですね。このイカのリングのフライ、うまっ。程よい塩味加減でね、これ絶妙ですね。間違いないイカフライのうまみ。函館から帰ってきた人を満足させるにはね、結構これイカは大変だと思うんですけどね、いい感じですね。うまい。エビフライも函館のイカかもしれない。いやもうこれはもう間違いのない味わいですね。これはスパークリングと絶対合う。今日もお酒がこれはたまんなく美味しいですね。めちゃくちゃ合いますね、このスパークリングと揚げ物。そして次はミネストローネスープ。これもシンプルに美味しいミネストローネですね。お野菜がたっぷり、じゃがいもに玉ねぎに人参にバジルにオリーブオイルの風味がほんのり、そしてトマトの風味ですね。次はパスタ、スパゲティ、アマトリチャーナで、モーリーさんは違いましたね。イカスミリゾット、これもうまそう。ガーリック乗ってて。アマトリチャーナってあんま聞いたことないですね、日本で。でも見た感じはシンプルそうなミートスパゲッティみたいな感じですけどね。
なんか普通のミートソーススパゲッティよりすごい濃厚でコクがある感じですね。でも美味しい。ソースも濃厚だし、チーズの風味もねちょっと濃厚さを演出していて、調べるとアマトリーチェという町が発祥の伝統的なソースですって書いてますね。豚の頬肉の塩漬け、トマト、羊のチーズ、唐辛子、玉ねぎが加わることもあるって感じですね。まあ、でもこのパスタの茹で加減とソースの絡み具合はね、やっぱこう日本のそこそこいいイタリアンの方がクオリティは高いと思いますよね。まあでも普通に美味しいですね。そしてパスタには白ワインです。いただきます。いやーうまい。やっぱインクルーシブだとね、このお料理に合うものを一つ一つなんかペアリングのように頼むことができるっていうのがいいですね。はい、そしてメインはラム肉の香草グリル。まあでもやっぱラム肉はいいですね。この牛肉ほど油してなくて、すごいさっぱりとした風味なのに赤身の旨味がしっかり広がっていく感じがね、やっぱラムはうまいですね。個人的にはラム肉が一番好きなお肉なんで、ただやっぱラムってどうしても臭みが出やすいから、いいものと悪いものの差が激しいんですよね。これはね、結構いい感じですね。若干の臭みがどうしてもね、それはニュージーランドで食べた時よりもねほんのり臭みは出ますけど、全然許容範囲ですね。これだったら赤身の旨味がすごくいい。これはね絶対赤ワインと合います。ラム肉。いやもうこれたまんないです。赤身の風味がちゃんと出てるから、ラムと赤ワイン、これはもう優勝ですね。うますぎる。ワグノリさんご夫婦もめちゃくちゃいい色合いの服着てますね。赤に緑にテーブルの白に完璧じゃないですか。並びもベストチョイスですね。盛り上がりますね、こういう風にやっぱり色揃えると。みんなでお二人は普段こういう格好でなんかこうどっか行くことありますか？まず正直言ってないです。ないんですか？ってことはやっぱりこういう機会があると結構テンション上がってきませんか？上がってきます。上がってきますよね。めちゃくちゃいい機会ですよね。そうです。なのでやっぱりクルーズとか、例えばそういうホテルのイベントだとか、そういったものがあると、こういう自分を着飾ってちょっとテンション上げて、非日常ね。でみんなで楽しむ場合は楽しめて、自分のストレス発散になるっていうのはありますね。いやいいですね。自分もそうですし、やっぱこのご夫婦の仲がねまた良くなって、もともといいとは思うんですけどね、そういうねこのクルーズをきっかけにっていうのもね、いやもう世の中の男たちをちゃんと奥さんをこういうところに連れてってあげなさいと。そうですね。いうことですね。強くおすすめいたします。今後も連れて、また次もクルーズに連れてってあげてください。はい、ありがとうございます。できればまた皆さんと一緒に。そうですね。みんなで乗ったら楽しんでね。盛り上げていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれですよね。コスタセレーナ乗った時にね、このお食事会場でいきなりパーティーが始まる感じめっちゃ気に入ったんで、これベリッシマでないのかなっていうふうに思ってね、ちょっと不満だったんですよ。そしたら始まりましたね、イタリアンナイトカーニバルということでね。どうしたんですか、パーティー終わって。なんかハワイにいそうなヘアスタイルじゃないですか。います、ね、ハワイでバズった。いるね。なんかモーリーさん、島にそうではないですね。ど
同士だったんですか。こんな人いないですよ。温泉旅館にいそうになる、ね、こんな感じでね、もう皆さん普段やらない、普段楽しめない楽しみをクルーズは楽しむことができるんですよ。そうなんです。ね、最高です。普段真面目に働いてる僕らみたいな人でもね、こうやってやっぱ時にははっちゃける時間が必要なんですよ。人生生きる意味を見出せます。クルーズ船はそんなことも教えてくれるんです。まさに旅を通すアロハー。スリーシスターズ。なんだこの絵は。なんだこの絵は。さあパーティーも終わって最後はデザートティラミスやってきました。さあ初日からやっぱデザートはクオリティが高いんでね、これも楽しみ。いやうまいですね。ほんのりと苦みがあるからこの甘すぎない感じがやっぱティラミスはいいですね。いやーよかったわ。今日のディナーはなんか一つ一つそれぞれ初日に比べたらクオリティが高かった気がしますし、何よりイタリアンパーティーがやっぱ楽しいですね。このお食事中のパーティークルーズ船。まあでもね、この間コスタセレーナ乗った時はコスタはもうちょっとパーティーの時間長かったですね。なんかみんなでこう肩車組んで行進したりとか、あとはスタッフさんがなんか 2,3 階建ての食事会場だったんで、いきなりこう歌い出したり踊り出したりで、お食事会場がライブ会場みたいに様変わりしたんですよね。若者の自分としてはもっとパーティーね盛り上がりたいなっていうのが正直なところはあったんですけど、でもこれはこれでモーリーさんとも枠乗りさんとも楽しむことできたんで、はい、良かったですね。これはね一度味わわないと楽しさわからないと思うんで、ぜひ皆さんクルーズ船に乗ってこのお食事中のパーティー体験してみてください。さあ今日もプロムナードにやってきてみたら、天井がすごいゴージャスなイタリアンな教会とかをこう連想させる素晴らしい演出ですね。でまた愉快なミュージックが始まりましたね。今日はここでまたイタリアンナイトパーティーですよ。さあまずは前座が始まりましたね。22時15分スタートなんですけど、まだ11分。これはアビスパの応援歌でも使われてる、サッカー J リーグでも使われてる音楽ですよ。知ってますか？さあそれでは皆様、はるばる来た函館から MSC ベレシアにお帰りなさいませ。そしてイタリアンナイトリトルイタリアにようこそお越しくださいました。本日はイタリアンナイトです。皆様準備はよろしいですか？チームピザどうよピザ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 。そしてこちらです。モーダと付けさせていただきます。モーダというのはですね、洗練されておしゃれという意味です。モーダモーダモーダ。それではミラノファッションのモデルのつもりで頑張ってください。
そして全ての対決が終わったらもう勝敗なんか関係ない、みんなで一緒に楽しもうぜっていう感じでイタリアンナイトのダンスパーティーが始まりました。やっぱり今日はねイタリア戦ということで、このイタリアンナイトは盛り上げようと気合も入っていたんで、昨日おとついにも増してみんなめちゃくちゃ楽しそうに踊ってますね。クルーズ船はこんな感じで毎晩パーティーの時にテーマがあって、やっぱりねそのテーマに沿った服装で参加した方が間違いなくそこの雰囲気に溶け込んで楽しめると思います。今日はイタリアカラーの赤白緑で彩り豊かに一体となって全員で楽しむ空気感が最高ですね。家族、恋人、友人、誰と参加してもこんな楽しい夜だったら一瞬で仲良くなれるような気がしていきますね。前回のコスタも今回も初めましての方と本当にすぐに仲良くなっちゃいますね。そんな人間同士のつながりを感じられるのもクルーズの魅力です。まだまだこれからはい、おはようございます。翌朝で今日も起きた瞬間寄港地に到着しています。秋田港ですね。目の前はなんか風力発電がたくさん、左手の方は工場みたいなところがあってもくもくと煙が立ち上がってますね。いやでもやっぱこう寄港地によって雰囲気がまた全然違いますよね。反対側が街なのかな。こっちの方は海の景色とちょっとした大自然たくさんの秋田らしい緑の景色が左手の奥の方に広がってます。では今日もちょっと街に行ってグルメを楽しみましょう。はい、船の外に出ましたけど、実は昨日ね夜遅くまでモーリーさんと枠乗りさんと話をしてて、寝たのが3時ぐらいだったんで起きたのが11時で、ただいま12時でございます。クルーズ船はね朝早く起きて朝から楽しむもありで、こういう風に遅い時間帯に起きて朝をゆっくり過ごしてお昼になってから街に繰り出そうっていう風に思った場合でもそんなことが気軽にできます。でジャパネットクルーズのおかげでこんな時間に出てもバスで街中に連れて行ってくれるんで、やっぱ便利ですよ。ターミナルの中はこんな感じでお土産売り場になってますね。多分クルーズが飛行する日はこんな風に観光客が楽しむための工夫がなされてるんですね。今秋田駅に向かっています。こんな真っ昼間秋田駅に向かう人いるのかなって思ったんですけどね。皆さん朝から活動してるかと思いきや、僕らと同じようにお昼ご飯だけ食べに行くっていう人もね多いみたいです。満席なんですよね、この瞬間は。秋田到着です。晴れてるんでモーリーさんもテンション上がってます。秋田駅久しぶりに来ましたね。乳頭温泉に行った以来かな。以前動画ね温泉宿出しましたけど、右手にはこんな感じで本当に目の前に循環バスが止まってます。お昼時なんで結構やっぱ人多いですね、今の時間は。さあ秋田グルメ、ここの駅前のアーケード通りの西部の百貨店の中に視聴者さんから教えてもらった美味しい稲庭うどんがあるんで行ってみます。はい、お店の前やってきたんですけど、かなりたくさんの人が並んでますね。多分ジャパネットクルーズが来たからね、その影響もあるとは思うんですけど、これ目の前に並んでるうどんめっちゃうまそう。確かにこれは並んででも食べたくなる。はい、でメニューですね。一番人気なのはこの煮味せいろ、2つの味を楽しめるんですね。で天ぷらセットかな。あとはこっちはさっきのは冷やになるのかな、あったかいうどんとかもありますし、冬とかだったらね、あとはこんなセットも販売されてますね。秋田名物の日本三大馬鶏の一つ比内鶏を使用した炊き込みご飯で、単品メニューとドリンクメニューもありますね。せっかくならご当地ビールをいただこうかな。田沢湖ビールっていうのがあるんですね。はい、やってきました。稲庭うどん。これコシがすごいな、ツルツルですね。見た目めちゃくちゃうまそうで、
天ぷらもついていて、つけだれなんかごまだれっぽいやつと醤油かな。そして日本三大地鶏の比内地鶏の炊き込みご飯、これもうまそう。まずはこの醤油のつけだれでいただきます。うまい。普通のうどんに比べてかなりこれ細麺なんですけどね、つるっと喉越しよく中に入っていく感じがいいですね。やっぱ夏のうどんとしてぴったりですね。これはちょっとこう平らな麺になってますね。こう丸い麺というよりはね、香川の丸亀の。個人的にはこれ好きですね。九州の人間としてはね、ラーメンも博多豚骨ラーメンで細麺が好きなんで、うどんもねこの細麺は結構スルッと喉越しよく入っていく感じがいいですね。まあでもね、福岡の人にねこれ好きって言ったらもしかしたら怒られるかもしれないですね。やっぱ福岡は福岡でうどん県で太麺でやわやわの麺がね、もう福岡っ子は大好きですからね。まあでも僕は福岡に住んでますけどね、この稲庭うどんもめちゃくちゃうまいと思いますね。今度はこのごまだれみたいなやつに。いやー、ごまだれの濃厚な甘みもこれいいな。一度のうどんでこの2つの味わい楽しめるってね、なかなかうどん食べる時にないんで、これは普通のいつも食べてるうどんに比べたらすごい上品で繊細なうどんを食べてるっていう感じですね。これめっちゃうまいわ。これ気に入った。これは日本三大うどんのうちの一つらしいですね、稲庭うどんは。ちなみに日本三大うどんとか僕聞いたことなかったんですけど、今調べたら讃岐うどん、稲庭うどん、水沢うどんっていうのがあるんですね。群馬県。これ聞いたことないな。ちょっと今度群馬県行った時に食べよう。そして比内地鶏の炊き込みご飯もいただきます。うまっ。いやー、これもうだしの染み込み方が絶妙ですね。濃すすぎず薄すぎずでね、この鶏の香りがふわーっとご飯を噛むことに広がっていきますね。うまいね。この比内地鶏も日本三大地鶏ということで本当に品質が良くて有名なんですよね。なかなか九州に住んでると秋田に来ることってないんですけど、本当に秋田は食材の宝庫ですね。そう考えるとまだまだきりたんぽ鍋とかね、もし夜までいたらちょっと食べたかったなっていうのは思ったんですけど、これはビールが進みます。結構これキリッとした苦みもしっかり出た飲み応えのあるビールですね。いやー、地鶏ご飯はやっぱビールが合いますね。こんな感じで飛行地によってバスのおかげでもひょいとランチすぐに食べに来ることができてね、いきなりこんな秋田県にやってきてその県の郷土料理を食べられるなんてやっぱいいね。でね、こうやって知らない食に出会ってまたこう調べてね、今度群馬県に行ってみようみたいなことに思うわけですから、いやどんどん旅が楽しくなりますね。北海道でもお土産買いましたけど、秋田メーカー金満、これ結構有名らしいんでね、モーリーさんに教えてもらいました。ちょっと食べてみます。これも秋田といえばこのお菓子みたいな感じなんですか？秋田しかないので、このお店は。あ、東京とかじゃ買えないんですね。あんまり。アンテナショップで物産展とか物産展とかのがそのお仕事する方があるかと思います。なるほど。生はここでしか食べれない。出来たての。その人出来たてなので、ね、消費期限3日しかないから、これは食べなきゃ。召し上がってください。はい、じゃあ人生初の金満です。秋田メーカーですね。これがあ、うまい。やっぱ出来たてだからね、すごい生地がふわふわですね。中に白あんが入ってて、これなんかね、博多通りもんの中に入ってるやつと同じような感じ。博多通りもんはちょっとね生地が固めなんですけど、これはもう出来たてでふわふわ、めちゃうまい。多分出来たてだとねやっぱ味が違うと思うんで、ここでしか食べれないっていうのはあると思います。僕は田舎出身なんでね、金満クラブと言われるクラブは嫌いなんですけど、お金を使いまくるのに全然勝てないプロスポーツチームで、金満クラブは嫌いですけど、ここの金満は好きになりました。おすすめです。はい、秋田の名物を堪能したんで船に戻ろうと思いますけど、これ駅前にも金満出てますね。ちょうどいいタイミングでジャパネットバスが出発。今の時間は並んでない。ラッキー。はい、戻ってきました。まあこういう感じでね、
ちょっとだけ出かけるんだったら、通常だったらタクシー代とか交通費がかかるからもう出なくていいかって思いそうなところでも、ジャパネットクルーズだったら無料の周遊バスがあるから気軽に出られると。これも地域経済の貢献度も半端ないと思いますね、ジャパネットクルーズで。帰ってきたらここに来てみました。マスターズ・オブ・ザ・シーという英国風のパブで世界各地のビールを楽しむことができるところです。奥にはこんな感じでボックス席、テーブル席もたくさんあって、真ん中のここではライブミュージックが行われる時もあるみたいです。いきなりブリティッシュな感じが漂ってますね、雰囲気。これは多分ジャパネットクルーズだから目の前ビファーレン長崎のユニフォームがありますね。通常のクルーズでもこれ乗ってるのかな。でその左右にあるのはイングランドプレミアリーグのチェルシーの写真なんですけど、チェルシーとこの MSC は何か関係があるスポンサーか何かなのかな、ちょっと知らなかったですけどね。これブラジル代表のダビド・ルイスのスパイクがこんなところにありますね。ちなみにビールメニュー表こんな感じです。どの銘柄があるか気になる人も多いと思いますけどね、各国のビールがたくさん取り揃えられていて、これは全て10ドル以下のメニューですね。裏面にも10ドル以下の焼酎とかもありますね。あとはカクテルとかおつまみももちろん、今まで言ってきたバーと同じようにインクルーシブで出てきます。せっかくワークノリチャンネルさんと仲良くなったんで、いや、こちらこそ光栄です。 YouTuber 同士で乾杯したいと思います。ジャパネットビール乾杯。なんかすごい飲みやすい。喉にカーッときますね。カーッとくる割にはなんか飲みやすいですよね。飲みやすい。びっくりした。ね、なるほど。聞いてて。はい。本国で見てなんか適当に名前つけただけかなと思ったら確かに。全然違いました。いや、せっかくだから自分の好きなビール頼もうかなって思ったんですけど、これも普通にうまくてびっくりだわ。あ、そうですね。後味が結構残るかなと思ったんですけど、ちょっと苦味はありますけど、それがなんかまたピッとしていいかな。いやー、やっぱビール好きな人のね参考になります。これはインクルーシブでもいいですね。これはいいですね。なんか普通に、僕そんなビールバクバク飲まないですけど、アサヒとかキリンよりこっちの方が好きです。全然こっちの方が美味しかった。やっぱそうなんですか。バドワイザーよりもこっちの方が濃ゆいんで、ライトなところもいいとこはいいところありますけど、知ってほしいなこれ。はい、そして秋田港を出港して外に出てきてみたんですけど、今もうすぐ6時という時間帯で、目の前こんな感じで素晴らしいサンセット、夕日の景色が見えています。やっぱりね、この船クルーズ旅の一つの大きな魅力として、このサンセットとサンライズの景色を望めるっていうのがありますよね。この奥の方の水平線に綺麗に沈みゆく夕日っていうのはね、日常的には絶対に見ることができない景色なんで、クルーズに乗ったら体験したい。もちろんね、天気が良くないと綺麗にこうやって進んでいく景色っていうのは見ることができないんで、今日は本当に運がいいですね。でもこれ沈んだ後もね、オレンジの光が綺麗に空に放たれて、トワイライトの景色も絶対綺麗ですね。さあ、左手秋田を出発して、明日は金沢ですね。月も綺麗です。はい、夜ご飯を食べにプロムナードにやってきましたが、ここのバーがまた盛り上がってますね。右奥で、これ列できてるのは多分今からショーが始まるから、みんな並んで待ってるんでしょうね。ただ僕らは今からご飯を食べます。オラタコスっていうところですね。まだ食べてないところで、ちょっと以前説明しましたけどね、2人で行けば1人は半額になるっていうコスパのいい感じなんで行ってみます。ここのレストランはメニュー表こんな感じで食べ放題になってて、2人でだいたい30ドルちょっとですね。結構リーズナブルです。もちろんステーキハウスとか寿司みたいにね、豪華なものがドンって出てくるっていうよりは、このメキシカン料理のタコスとかその他メキシカン料理いろいろつまむことができるっていう感じですね。
で反対面ドリンク、これも10ドル以下のものは全てインクルーシブになってます。このフローズンマルガリータっていうのがね、メキシコの有名なお酒カクテルみたいなんで飲んでみましょう。ちょっと最近野菜が不足してるんでね、食べないといけません。ティファナサラダってやつ、上のチップスがメキシカンっぽいですね、これ。そしてよくわからんけど店員さんのおすすめ、ケソフンティード。なんやそれ。これは知ってますよ、ナチョス。なんかポテトチップスみたいなやつがメイン生地ですね。そしてトルティージャスープ。トルティージャは聞いたことありますね。うまそうやな、これ。具がいっぱい入ってて。でこれは聞いたことありません。ケサディーヤ。そしてこれがメキシカンカクテルのマルガリータです。これも初めてばっかで楽しみですね、今日は。そしてタコスがやってきました。とりあえず全種類頼んでみました。何が美味しいんかよくわからないんで、メキシカンあんま食べたことないから。オラコモエスタコモエスタコモエスタ。元気ですか？コモエスタmuy bien gracias salud margarita。これは強いぞ。塩がいいね。ね、ソルトがこの縁にめっちゃついてるから、マンゴーとストロベリーとライムにテキーラですね。甘みが結構あるから、このね塩分が塩味がいいアクセントになります。甘みを引き立てて、テキーラが強い。さすがメキシコだ。でもうまいですね。さあまずはトルティージャのスープからいきましょうかね。もう中になんかまたこれタコスみたいな生地が入ってますね。トマトベースのスープになんかタコスそのものをちょっとスープにしたかのようなね風味になってますね。でタコスの生地が入ってるからちょっとサクッとした食感もあります。パクチーがめちゃくちゃいいアクセントになってますね。僕はスペイン料理が好きなんですけどね、メキシコも同じスペイン語圏でラテン系でメキシコ料理も美味しいってよく聞きますよね。だからこのスープも間違いない。そしてナチョス、アボカドにトマトにビーフの具材をさっきのこのスープがそのまま固体になったっていう感じですね。美味しい、間違いない味ですね。これはサクサク生地にアボカドとかトマトとかお野菜とか甘みがあって、でマヨネーズのクリーミーさにお肉の風味。これはでも確かにテキーラと合う気がしますね。やっぱうまい。やっぱメキシコ料理はこれに合うように作られてますね。さあ次はケサディーヤいきます。ちょっとこれなんかパイ生地みたいな感じですね。タコスはパリパリだけど違う生地でマヨネーズとアボカドトマトつけて、そうか、トルティーヤのスープやっぱトルティーヤと似てる。これはサクサク生地が今度はもちもち生地になって異なる食感で楽しめますね。これも間違いない味ですね。嫌いな人いないと思います。これ何やっけ、なんてやつ、ケソフンティードですね。見てチーズトロトロ、これを乗せていただきます。とってもグラシアス。チーズがでももちもちになっててうまいうまい。程よい辛みとチーズの濃厚さと酸味で、あとはパリパリ食感、タコスの。いや、店員さんがおすすめしてくれただけあってうまいですね。これこのチーズがなんか癖になるうまさでめっちゃうまいですね。これいっぱい食べたらもうお酒ぐいぐいテキーラ飲んじゃってね。僕サッカー好きなんですけど、メキシコってめちゃくちゃサポーター熱いんですよね。暑すぎてワールドカップとかの試合日はテキーラは販売禁止になるそうです。さあそれじゃあタコスいきましょうか。もうこれですよね、日本人おなじみのメキシカン料理といったら、この薄生地に具材いろんなフレーバー楽しめる。うまいね。これは入ってるのは豚肉のマリネ、パイナップル、玉ねぎ、コリアンダーですね。甘みと酸味と辛みとパクチーの風味もね、やっぱうまいですね。タコスでパイナップルって結構あるあるだと思うんですよね。めちゃくちゃ合いますね。でも全体的にやっぱメキシカン料理は似たような味わいではあるけど、それぞれ食感の違いとか具材の違いをちょっとずつ楽しむっていう感じですかね、変化を。そしてデザートももちろんインクルーシブです。これがアロンコンレチェ、メキシコのデザートかな。でこれもタコスかーいっていうね、なんかワッフルみたいな生地ですけどアイスクリームタコスです。いや普通にめっちゃうまそう。
はい、タコスは今まで食べたことたくさんありますけど、アイスクリームタコスなんて初めてですね。でもちょっとこれ食べにくいっちゃ食べにくいんですけどね、これね。いや普通にめっちゃうまいんだけど、食べ方がむずすぎる。このワッフル生地のサクサク生地にアイスはもう間違いないです。ココナッツアイスいいっすね。日本じゃなかなか食べれないですからね、これね。この程よい甘さ加減が最高ですね、ココナッツは。アイスやっぱクオリティ高いな。でこのアロスコンレチェってやつ食べてみますね。なんか東南アジアで出てきそうなこれデザートですね。米と牛乳を煮て作ったクリーミーなプディングって書いてますね。シナモンが上にかけられてます。クリームとこのお米本来の甘さにアクセントとしてシナモンっていう感じかな。本当これなんかラテン系っていうよりは東南アジアのデザートって感じだな。まあでも2日目に行った火鍋とここのメキシカンタコスのお店はやっぱあんまりお客さん自体は夜多くないですね。昼はちょっと見てないんで分かんないんですけど、みんなメインダイニングもやっぱ毎日お料理変わるんでね、全然あっちだけでも満足できるから、コスパもいいですし、そっちに行く人が圧倒的に多いんですね。あとはこのメキシコ料理っていうのがあんまりターゲット層ご年配の方にとっては馴染みがないっていうのもあるかもしれないですね。火鍋って言ってもね、僕も火鍋ってなんやねんっていうふうにやっぱ思ったんでね、そういうところもあると思いますけど、でもせっかくやっぱクルーズ船ね、一生にそんな何度も乗るようなものじゃないと思うんで、こういうユーロレストランも別でこう楽しむっていう選択肢はありだと思いますね。モーリーさんとかもね、やっぱ人混み嫌いだから、こういうちょっと静かなところだと落ち着くっていうふうに言ってましたし、人によってはね、こういうところも有効活用するとクルーズ船の満足度上がっていくんじゃないのかなと思いますね。だってここ1人15、6ドルぐらいなんでね、そんな高くないですから、今回ね皆さんのために他のレストランもねこの後また行こうと思ってるんで楽しみにしておいてください。でこの後はあと15分後にサンシャインパーティー始まるんでね、ちょっとそれも昨日に引き続きパーティー見てみましょう。今日もここのプロムナードで皆さん楽しそうにダンスパーティーやってますね。何度も言いますけど、ジャパネットクルーズはシニアの方がたくさん乗っているにもかかわらず、ここは若者のたまり場ではないかと錯覚するほどにはっちゃけてるのがすごくいいですね。地上でなかなかこんな空間ないんじゃないでしょうか。どんな世代でもこうやって楽しんでいる姿を見ると本当に微笑ましい気持ちになりますよね。心が清らかになるというかね、若い頃を思い出して心の底から楽しそうにしている表情、素晴らしいですね。本当に今日も素敵な夜です。はい、そして翌日になって金沢に到着しております。で今回僕はね、もう金沢は以前訪れたことがありますし、動画でも皆さんにたくさん魅力届けてるんで、ぜひ金沢の観光地はねそっちの動画を見て楽しんでください。さすがにねずっと僕も撮影しっぱなしですし、ずっとこの船の中のイベントとかもしくは観光を楽しみまくってるので、1日ぐらい何もしない時間でだらーっと過ごす日もなんだかんでねクルーズは欲しいと思うので、今日はそんな日にしようと思ってます。とか言ってね、動画編集しなきゃいけないんで編集ずっとするんですけど、いやーでも今日もまたすごいいい天気に恵まれて、こっち奥の方には金沢の市街地、ビルがたくさん建ってるのが見えてますね。時間があればねあっちに行って海鮮食べに行きたいんですけど、またの機会だ。いやー暑いんで今日みたいな日はプール入って楽しむのもいいですよね。でこっち側街と反対側の方を向いてみると、これめちゃくちゃ綺麗な形をしたビーチが見えてますね。港の近くにこんな綺麗な海岸線があるんですね、金沢港は。はい、今ちょうど人がいない時間帯なんで、この辺りどんなものがあるか紹介していきますけど、目の前にあるのが中央の吹き抜けですね。入ってきた時に見た圧巻の景色ですね。豪華なこの階段が、スワロフスキー6万個以上が並べられている、なんともきらびやかでラグジュアリーな雰囲気になってます。でここ今いるのが6階のエリアで、下が5階です。ステージがある、レセプションとかも5階にありますね。でここの6階の右手側、これが MSC ショップですね。はい、ショップがあって、いろんな MSC のグッズとか水着とかもね、忘れた人はここで買うこともできると思います。でショップの横にはちょっとした椅子やテーブル、オーシャンビュー眺めながらゆっくりすることができるようになってて、
で右手奥、四隅にねこんな感じでクレジットカードとカード紐付けられる機械があります。でこの左手にフォトギャラリーがあるんですけど、ここで船内いろんな場所で写真撮ることができて、その撮った写真を見たり購入したりすることができます。でフォトギャラリーの隣にエレベーターがあって、こっちの奥すごい特徴的なオブジェ両サイドにありますけどね、この紫の絨毯の抜けた先にはメインダイニングのレストランがあります。そして反対側にはエッジというカクテルバーがありますね。ここはバーカウンターもあって、こっち側には椅子とテーブルが並んでます。でこっち側にはファッションジュエリーのショップがありますね。中はこれそれこそ階段で使われているスワロフスキーが販売されてますね。そして中央の吹き抜けの反対側、ここが、MSC の一つの見どころであるプロムナードのエリアですね。いや本当に街歩きをしているかのようです。でこの辺にも左手ラグジュアリーベトーリーナ、ここもオメガとかが見えてますけど、こっちの右手にもショップが並んでいて、この辺りには時計やサングラスも販売されていて、こっち側にはバッグですね、ブランド物のバッグが、ここプラザデルシーマっていう風に書いてますよね。ブランド物バッグ、コスメ商品などね、奥の方までずらっとショップがありますね。でこの反対側にもラグジュアリープラザと書いてありますけど、より高価なものがこの中にはたくさん販売されているんですかね。でここの左手にはクレープス&ジェラート屋さんがあるんですよね。イタリア戦なんでジェラートもとっても美味しいと思うんでね、どっかのタイミングで食べたいです。こんな感じでジェラートの味がたくさん、右手チョコレート、エキゾチック、レモン、ベリー、ミント、バニラ味、さらにこっち側にはたくさんのフレーバーが並んでいるんで、毎日食べても飽きなさそうですね。いろんなもの食べて、すごい。これはちょっとへんてこりんなドラえもん、多分ねこれチョコレートで作られてるんですよ。面白い。ジェラートも美味しそうでしたけど、クレープもこんなにどっさりフルーツやクリームを乗せて、すごい豪華。クレープ好きだからこれも食べたいな。でジュエリーショップの横には MSC エクスカーションっていうエリアがありますね。飛行地の観光ツアーとかを申し込める場所になるのかな。でさらに奥に行ったところにもいろいろありますね。まずこの左手にはオラタコス、ここも有料レストランの一つですね。メキシカン料理をいただけるレストランで、反対側にはこれまた面白い、すごい精巧な作りしてますね。 MSC って書いてて、左右にはこれタコとかイカとかお魚とかいろんなものがありますね。でこの左手中入ったところ、ここがなんかチョコレートショップになってますね。ここにも本当に面白いチョコレートのお土産がたくさん置かれていてね、かなりこだわりのあるユニークで見栄えもいいチョコレートのお土産がねたくさん置かれているんで、いやなんかこれ一つちょっと買って帰りたくなりますね、お土産として。こっちの方にはボンボンチョコレートもこんな感じで販売されていて、でこの辺りの板チョコはね、自分でこうフレーバーとかを組み合わせて購入することができるみたいですね。でここにはいろんなフレーバーのある美味しそうなマカロン、本当これでもかっていうぐらいチョコレートいろんなものが置かれてますね。奥の方のテーブルと椅子もチョコレートカラーでね、ここまでチョコレート一色のショップはあんま見たことないですけどね。なんとチョコレートのポヌさんもいます。これめちゃくちゃ面白くないですか。このハイヒール、靴がこれ多分チョコレートでできてるんですよね。でこの中にさっき見せたボンボンチョコレートを入れてお土産として持って帰ることができるみたいですね。いろんなカラーリング、この辺も多分自分で選ぶことができるようになってて、これが45ドルですね。そしてこんなチョコレートシップ、 MSC ベリッシマの形をしたチョコレートです。これめちゃくちゃ作るの大変だろうな。日本の夏とかだったらちょっと溶けちゃいそうで心配ですけどね、お土産だったら。これいくらするんだろうな。
29.20 ですね。まあまあまあって感じ、それぐらいするだろうっていう価格ですね。こんな精巧な作りだったら。でチョコレートバーの横にもバーがありますね。ここで結構夜の時間帯にプロムナードと合わせていろんなイベント、パーティー、音楽流して楽しむ場所になってますね。向かい側にはさらにジュエリー、ブティックのお店があって、最後こっち船の先頭の方に進んでいくとロンドンシアター、ショーを楽しめる場所にたどり着きます。でこの後ろがシアタールームなんですけど、ここにはスタジオ&バーって書いてますけど、カラオケができるバーなんですね。左手にバーカウンターがありますけど、こっちの奥の方に進んでいくとなんかバンド演奏できそうなステージが左手のところに見えてます。夜の時間になるとね、ここでカラオケを熱唱してる人がたくさんいましたね。ジャパネットクルーズは日本人だらけなんで、日本の歌を気兼ねなく歌うことができますよ。で吹き抜けの一つ上、7階部分はここがシャンパンバーっていうエリアですね。こんな感じで本当にいろんなところにバーがあって、気軽にどこでもインクルーシブで飲めるっていうのは嬉しい、シャンパンメインのバーになるんですね。でこれまたジャパネットならではのサービスを見つけました。これさっきの吹き抜けのところの上の階、7階にあるんですけど、ジャパネットライブラリーというね、これ本をたくさんこんな感じで準備してくれてるんですよね。なんでこんなに本を置いてるかっていうと、やっぱり船は時の流れをゆっくりと感じながら読書とかを楽しみたいっていう人もたくさんいると思うんで、そんな人に向けてたくさんの種類の本をこうやって準備してくれてるんですよね。この辺は本当に乗ってる人を楽しませようっていう気概を感じますね、ジャパネットさんの。でこの本は別になんかこうチェックとかすることなく好きに持って行ってよくて、最大3日以内には返してねっていう風に書いていました。しかもここにはなんか将棋やオセロや囲碁などもありますね。で5階に降りてきて、ここの中央のステージの吹き抜け隣にここのバーもなかなか使い勝手がいいんですよね。真ん中の吹き抜けのライブ演奏とかを聴きながらゆっくりとお酒を飲み交わすことができます。奥の方には丸い窓もついていて海も見えるんでね。でステージの反対側にここがレセプションエリアですね。何か困ったことがあればここでいろいろ聞くことができます。でここの一角奥に、これはジャパネットクルーズならではのジャパネットデスクっていうところがあるんですよね。はい、で目の前に見えているのが中央の吹き抜けで、ここが7階ですね。でこっち側が船の後ろ、お尻側の船尾なんですけど、ここを進んでいくと今両サイドにねトランプのカードが見えてると思いますけど、カジノがあります。で入ってくると書いてますね、インペリアルカジノ。こっちの左手側から、うわー、これ中に入ってきたらこの圧巻じゃないですか。両サイドにマシンがたくさん並んでいて、この下もすごいインテリアもめちゃくちゃこだわってますね。右手側にはポーカーとか、いろんな台が並んでいまして、左手側にもたくさんのマシンがあります。想像以上に広くてびっくりですね、これは。船の中はね何日もいたら退屈するんじゃないのと思う人もいるかもしれませんが、これだけたくさんのエンターテインメントがあったら退屈することはなさそうですけどね。真ん中にはこんな感じでバーもあるので、お酒飲みながらゲーム楽しめます。そしてカジノの奥の方に一番船のお尻側ですね、進んでいくとカルーセルラウンジというラウンジがあります。ここのラウンジではロンドンシアターで行われるショーは無料なんですけど、ここでもショーが行われていて、ここのショーは有料みたいですね。18ドルっていう風に書いてますけど、2つの上がスイート、ミュートとあって、スイートっていうのがちょっとポップな感じで、ミュートがアクロバティックな感じのショーがあるみたいですね。これですね、真ん中がミュート、左がスイートで、実際に見たことがある人に聞く話によると、これめちゃくちゃいいらしいですね。やっぱさすが有料なショーだけあって見応えが本当にあるみたいです。シルク・ドゥ・ソレイユでやってた人、それぐらいのクオリティの人が演じてくれるみたいなんでね。はい、でプールからちらっと見えてましたけど、これがジムですね。
MSC ジム中に入ってみると、わあ結構広々としてますね。これ右手にはバランスボールとかベンチプレスの器具が置いてあって、この辺にも自転車のマシーン、ランニングマシーンたくさんあります。でこの辺にももう各種ウエイトトレーニングの器具がたくさん揃ってるんで、乗船中運動不足にならないようにいくらでもここでトレーニングできますね。でモーリーさんはトレーニングしてるふりをしてます。これ1時間トレーニングしてしんどいな。1分もしてません。でここのジムがあるフロアが、スポーツなんかゲームとかを楽しむことができる階になってるんですね。ここにはアーケードって書いてるんで、ゲームセンターが中にありますね。シューティングゲームが右手に見えてますけど、こっち側にはゴーカートとかそういったものもありますね。そんなにたくさんある感じではないですね、日本のゲームセンターみたいに。でさらに進んでいくと UFO キャッチャー、そしてここにはなんか受付があるんですけど、この先にはびっくりですよ、なんと船の中にボーリングの施設があります。これはやりたいっすね。2レーンしかないんですけどね、確か30分30ドルぐらいだったかな、それぐらいの価格で船上でボーリングをエンジョイできるっていうのは、これ本当いろんなエンターテインメント楽しめますね。で隣には VR を楽しむことができるエリアになってるんですね。でこのボーリング場の隣には、うわすごいな、これ本格的な F1 レーシングカーの模型になるのか。ここではこの中でゴーカートを楽しむことができるんですね。で左手にはアイスホッケー、バスケットボールも楽しめるようになってます。でこの辺が一応バーのスペースになってるんですかね、このスポーツエリアの。そしてこの正面には運動場がありますね。フットサルとかバスケットボールとかいろんなアクティビティを楽しむことができそうな広々コートが船の中にあるっていうね。フットサルやりたいな。ここでラウンジがある階なんですけど、ドレミランド、なんかお子さんが楽しめるエリアになってるっぽいですね。こんな感じでレゴブロックがたくさん置かれててね、写真撮って楽しむことができるようにもなってますし、この右手もなんか中にボードゲームとかちっちゃな椅子テーブルがあるんでね、お子さんが楽しむ用の施設になってるんですかね。上からはさっき見ていたコートも下に見えてますね。この辺りは多分キッズスペースになってて、お子さんをクルーズ船は預けることができるようになっているんですよね。こんな感じで3歳までは9時まで、3歳以上のお子さんは11時まで預かってくれるそうです。実際に中を見せてもらいましたけど、ここが3歳以上7歳までが使うことができる施設になっていますね。でこれをなんと無料で使わせてくれるっていうんだからね、素晴らしいですね。でベイビークラブ3歳以下はこんな感じのお部屋になってます。お子さんが頭とかぶつけないようにクッションとかね、角がなく丸く作られていて、奥の方にはベビーベッドみたいな、おむつ替えたりする場所もありますね。で一番奥まで抜けてくると、ここは何かと思ったら麻雀置いてるんですよね。こんな感じでキッズクラブの奥の方に麻雀があるっていうのはちょっとびっくりしたんですけどね、つまり大人も楽しむことができるスペースがあるってことですね。ここがアリゾナパーク、もうとことん水遊びを楽しむことができるエリアになってますね。いろんなところでこの水浴びを楽しむことができる。これはお子さんは嬉しいんじゃないですか。子供がこれはなんかバケツをひっくり返したように水が、危ない、濡れそうだ、こっちまで水しぶきがとんでもない。これはもう戦場の遊園地ですね。向こう側にもなんかね、上の方にあれバケツが見えてますけど、あれが溜まったら下に降ってきて水遊び楽しめるっていう感じで、ウォータースライダーはこっちの奥進んでいったところから乗ることができます。真上にこれ綱渡りみたいなやつがありますけどね、これがぐるーんと回れるようになってて、海の景色眺めながら航行中とかはね、本当にこれ大迫力で楽しめそうですね。こんな小さなお子様向けのウォータースライダー、短いバージョンとかもあります。大きなスライダーはここに到着するわけですね。ドボンと
で上に登ってきたら3箇所乗る場所がありますね。うわー、これ景色素晴らしいな、ね、左右から好きな方左に乗ったら向こう側のブルーのせり出したスライダーに乗ることができて、ね、赤いのはまた別ルートで、もう1個あったこれですね、スライダーはすごい傾斜が急なところを下っていった先のあれですね、ぐるんぐるんと中で回されるやつですね。これも絶対大迫力、乗りたい早く。ちなみに今回船内をこうやって事細かに皆さんに紹介できたのは、クルーズ旅の魅力を発信するクルーズイズムのご協力があったからです。僕もこのクルーズイズムのアンバサダーの一人になっていて、クルーズが大好きな情報発信者さんたちがクルーズ旅のブログの記事なども執筆しているので、気になる方はぜひ概要欄から見に行ってみてください。はい、で今日のお昼なんですけど、まだメインダイニングのランチを皆さんに見せてなかったんで来てみました。でメニューはこんな感じで、もちろんディナーとはまたメニュー変わってますね。いいですね、スパニッシュタパスとか結構美味しそうなものたくさん並んでます。フィッシュ&チップスで、次のページ左上クスクスのモロッコ風、珍しいものからハンバーガー、一般的なもの、右手にはアーリオオーリオペペロンチーノとかで、最後デザートですね。ビュッフェもいいけどやっぱメインダイニングが人気ありますね。はい、前菜大好きなスペインのタパス頼みました。生ハムもあるしチーズもあるしスペインオムレツもありますね。いやー、お昼から生ハムチーズ食べられるとかめっちゃ贅沢ですね。うまっ、こりゃうまいわ。スペインバルとかで生ハム日本で頼むとね結構な値段するんで、ここだったらインクルーシブで生ハムも食べ放題ですね。さらにお酒も飲み放題なんで、ハムやチーズに合わせてワインもビールも飲みまくれます。最高。次はスープ、エンドウ豆のクリームスープですね。もう名前の通りですね、エンドウ豆が凝縮されて、すりつぶされまくって、それがクリーミーになったシンプルなスープですね。はい、そしてペペロンチーノです。僕一番好きなんですよね、このアーリオオーリオがパスタの中で。なんかちょっとでも見た目があんまり質素な感じでテンション上がんないな。まあ別に美味しいっていうか、パスタにガーリックとチリとオリーブオイルとまぶしたらね普通に食べれるんですけど、Good! I like アーリオオーリオ。Thank you。まあ日本人らしくね、ちょっとこういい顔しましたけどね。正直家でスーパーで僕がいつも買う青の洞窟スパゲッティのペペロンチーノの方が圧倒的にうまいですね。もうちょっと頑張ってほしいですね、イタリア戦だったら。このアーリオオーリオはちょっと日本人はやっぱ厳しいですね、お料理に。まずくはないですよ、まずくはないですけどね、ちょっと理想が高すぎますね、僕の。ヨットクラブ乗った時もそうだったんですけど、朝食、ランチ、ディナーとね、時が進むにつれてご飯も美味しくなっていく感じはありますね。ランチもね、これだけたくさんの選択肢の中からいろいろな味わいを楽しめるっていうのは同じなんでね、いい感じじゃないですかね。オールインクルーシブのレストランはね、品数はたくさんあります。ただ質のところはね、そんなに過度な期待はせずに、普通に美味しいぐらいの感覚で食べられるお料理が多いかなっていうふうに思いますね。なんでやっぱより満足度高く特別なディナーをいただきたいっていう場合は、有料のレストランを利用した方が、当たり前ですけどね、いいと思います。でも何泊してもいつ行ったって食べ放題、飲み放題っていうのはやっぱり魅力的ですね。これやっぱ自由度が高いところがいいですね。はい、そして金沢を出港する時もこんな感じで地元の人たちが出港セレモニーをしてくれています。秋田に函館に引き続き、これもジャパネットクルーズオリジナルなんですよね。はい、そして18時に金沢港出港ということで、サンセットもちょうど18時で、今夕暮れ時で夕日が綺麗に街中をオレンジ色に照らしてますね。素晴らしい光景が目の前に広がってます。でタグボートも見えていますけどね、もうすぐ出発ということで、
こっちの右手側、これまた昨日に引き続きとんでもなく綺麗なサンセットの景色が広がっていますね。で昨日はちょっと波が高かったので、この水面のところにオレンジ色の光がちらついてはなかったんですけど、今日は波が穏やかになってきていて、水面もオレンジ色に輝いていて、とっても綺麗ですね。奥の方はオレンジから少しピンクの色味がかかったとっても綺麗なオレンジ色で、いや2日連続素晴らしいサンセットの景色見えてますね。昨日はちょっと写真のセッティングをミスってね、ちゃんとピントが合っていなかったんですけど、今日はしっかり撮れていると思います。はい、おはようございます。翌朝です。金沢を出港して、今日一日は船の上でずっと過ごして、明日韓国チェジュ島ですね。で、朝起きたらこんな感じで素晴らしいサンライズの景色が見えています。目の前のこの太陽が波を照らしている風景がとっても綺麗ですね。今は時刻は6時50分過ぎ、もうすぐ7時というところなんですけどね、日の出は5時50分だったということでね、もう少し早く起きたらこの水平線から昇りゆく太陽の景色を望めたんでしょうけど、今の景色でも十分綺麗な景色が目の前に広がってます。サンセットに引き続きサンライズもこのクルーズ船船旅の魅力ですね。そしてこの太陽の右手側にはゴツゴツと陸が見えているんですよね。今航行しているのは島根県の沖ですね。なんでこの辺りは今地図で確認してみると出雲の辺りです。画面右手の方がまさに、以前旅行したことありますけどね、出雲大社などがあるエリアです。まだ日本を航行中ですが、あと1日かけて韓国チェジュ島へ向かってます。はい、そしてこれもジャパネットクルーズの一つの、見どころというべきかね、特別なサービスで朝からこんなものが行われています。見ればわかると思いますね、皆さん。はい、今朝の7時なんですけどね、6時半と7時のなんと2部制でラジオ体操ですね。こっちの左手に画面があるんですけど、この後ろまで人が溢れ返ってるぐらい大人気のイベントになってるんですよね。なんとラジオ体操第2まで始まりましたね。子供の時は第1でいつも終わってたんですけど、で子供の時にはね、なんか参加したらシールもらえるみたいなものがあったんですけどね、このジャパネットクルーズももし毎日参加してシールじゃなくてスタンプかな、なんかもらって全部集めると何か景品というかプレゼントがもらえるみたいなんでね、ぜひ皆さんも参加した際にはそれをゲットしてください。はい、でラジオ体操終わった瞬間、こっちの下の階ですね、ジム見るとめちゃくちゃたくさん運動してる人がいるんですよね。自転車漕いだり走ってたりね。逆に上のラウンジはそんなに人がいないっていうね、なんかもう僕はラジオ体操終わったらよしじゃあ一杯コーヒーでも飲むかみたいなにだらけちゃうんですけどね、皆さんさすがです。シニア層でも元気に活発的に人生を楽しんでる人たちはこういう風にね、朝からちゃんとエクササイズをやってるわけですね。見習わないといけません。ジムに行ったり、この船の周りをねちょっとランニングしたりウォーキングしたりしてる人たちもいますからね。朝の過ごし方はこうですよ、健康に生きる秘訣は。はい、そして今日はこれもジャパネットクルーズオリジナルということで、朝食のルームサービスを頼んでいました。これを無料でやってくれるんですよね、ジャパネットは。ちょっと朝朝食会場まで行くのめんどくさいなとか、お化粧の準備早くにするのめんどくさいからお部屋で食べたいなという方も結構いるでしょうからね。で頼んだのがおにぎりですね。これもジャパネットクルーズでしか食べられない日本食が美味しくなるとね、無性に食べたくなります。そしてこれもジャパネットオリジナル、味噌汁までお部屋に運んでくれるのは嬉しい。あとは注文したのはパン類ですね、クロワッサンとかで、
この辺ジャムとかヨーグルトとかオレンジジュース、はい、注文しました。うまそう。で、お部屋食はお部屋の中にあるこのブレックファストオーダーっていうやつに、夜中の2時までにキャビンの外の窓のドアノブにかけてくださいって書いてますけど、人数とキャビンナンバー、あとは希望する時間ですね。一番遅くて10時、早くて7時半から届けてくれます。で、メニューはこんな感じ。もちろんビュッフェとかメインダイニング行った方が選択肢は多いんですけど、このお部屋で食べられる気楽さがいいですね。よし。いやー、おにぎりがそろそろ恋しくなってきたから、これは嬉しいね。いやー、うまい。普通にクオリティが高いですね。日本で食べるおにぎりと全然変わらない。なんかジャパネットさんが、外国人の方だとなかなか握ることができないから、専用の機械を準備して本格的に握れるようにしてるみたいですね。そして次は味噌汁です。わかめ具材入ってますね。なんだかんだ一番うまいですね。ご飯と味噌汁があれば、もちろん非日常的な洋食とかもね、それはそれでいいんですけど、やっぱり一番これがうまいです、ね、ご飯味噌汁。ただちょっと今9月の上旬、もう14日かなのに気温が多分30度ぐらいだと思うんですよね今ね。日が照ってるからっていうのもあると思うんですけど、さすがにね真夏はちょっと暑いですね。朝日がちょうど差し込んでくるんで、逆側だったらもしかしたらちょっと涼しい感じで食べれるかもしれないですけど、時期を選びます。これが YouTuber 魂です。いやー、でも普段ねオーシャンビューの客室とかに泊まって、客室ででもバルコニーでご飯食べることって、それすらないですね。よくよく考えたらね、ハワイとかに行ってバルコニーで朝食、テイクアウトとかだってあるんですけど、ホテルのサービスでそんなことやったこと、思い返したら確かないんでね、この非日常感はやっぱすごいですね。しかもこれ動いて波打ってる感じで船で進みながらのオーシャンビューでね、いや素晴らしいね。一度はこれは経験した方がいいですよ。でもね、この非日常感。はい、じゃあ今日はせっかなんか上から降ってきたんだけどせっかくね、この間入れなかったウォータースライダーに入ろうと思います。この前にね、ちょっと水に流す必要があるんで、このバケツみたいなやつのところに行ったらね、いきなり降ってきましたよ。こんな感じだ。よし、じゃあ今からスライダー乗りますよ。この上のやつですね。いや本当にね、お子さんとかあんまり乗ってないんで、シニアの方が多いんで、全然並んでなくて平気ですぐ乗れるやろって思ったら、めっちゃお年寄りの人たちがね、このスライダープール楽しんでるから、普段なかなかね、シニアの方はお子さん楽しませるためにみたいな感じで来ると思うんで、なかなかプールスライダー滑る機会ないと思うんですけど、ここだったら気兼ねなく何回でもシニアの方でも楽しめます。なかなかないですよね、そんな施設。はい、今前の人入っていったんですけどね、すごい楽しそうですよこれこんなに楽しそうに、ね、声上げるのなかなか聞けないですよ、ご年配の方がね。いやー、しかもこの素晴らしい景色、一番上から眺めるこの海の絶景が素晴らしすぎる。ここから今からね、プールに乗れるっていう、これまた完全なる非日常。楽しそう。いきますよ、レディー。早い、めっちゃ早いぞこれ。今海のとこで、あー、危ない、やばい。出口どこや。やべえ、めっちゃ迫力が、ドスコイさんと乗った時より体重が重たいからめっちゃ奥まで行った。やべえ。さあ、じゃあ次はこれですね。奥の方にくるくる回って落ちるやつだ。これめちゃくちゃ急だからね、絶対怖いよ。楽しみ。よし、じゃあ行くぞ。めっちゃ速い。想像以上にこれは
楽しいですね。楽しい。めっちゃ迫力あるわ。いやー、シニアの人たちがこんなにたくさんプールサイドでゆっくりとしてる風景、すごくいいですね。なかなか日常的なビーチサイズだと見られない光景ですね。こんなに日本人のご年配の方がたくさんなんか欧米人みたいな過ごし方しているのは。よし、プールでたっぷり泳いだ後はビールですよ。よいしょっす。乾杯。森さんと渡辺さんといや、泳いだ後のビールってうまいんですね。いやいや、ノンアルコールやん。これは何？これはノンアルコールビールです。同じですよ。酔うか酔わないかの違いですか？そうですそうです。飲んでも僕酔わないんでね、同じです。いやいや、酔うやん。喉越しが最高っすね、ビールは。これおつまみですか？おつまみです。今回のおつまみはアイスクリームです。ビールとアイス。ビールと合いますね。アイスクリームはもう熱すぎて溶けちゃってます。全然合わねえ小屋さんとのものにな。アイスとビール、全然合わねいや、意外と合うんじゃないですか。だって甘々だったらちょっとくどいけど、甘いアイスとこの甘さのないビールは喉越しがいいし合いませんね。合いますね。でもこれ失敗した組み合わせを頼んでしまっても、もうこれね、インクルーシブなんで後悔ないです。むしろ学びになりましたね。この組み合わせ合わない。それは人間がそれは合わないと思い込んでるから合わないのであって、これを学びとする。合うと思い込めば合うのね。まあまあそれはそうですね。はい。それはある意味ちょっと危険、脳が危険な状態プールでめちゃくちゃ運動したんでね、やっぱカロリー消費したんで、カロリー補給っすね。いや、これでプラマイゼロぐらい。いや、運動してないです。乗っただけです。スライダーにめっちゃ高速で滑ったんでね。乗っただけです。体は動いてないです。はい、乗っただけです。3人で今またランチ食べてるんですけどね、はい、僕は日本ラブなんで日本食ばっかり、はい、取ってます。幕則さんはハワイラブなんでジャンキーフードです。ジャンキーフードビールです。はい。そしてモーリーさんは意外にもヘルシー、ビーガンフルーツ。しかしビールでプラマイゼロゼロではないからね、それね。スーパードライです。食の好みが出てますね。この唐揚げとモッツァレラチーズが本当にうまい。そして時刻は4時過ぎ。今日もこれまたジャパネットオリジナルのイベントなんですけど、今日はフォーマルナイトでお客さんが主役になってランウェイをウォーキングするショーが開催されるんですね。こんな素敵な空間でドレスアップした姿をお披露目したら、これまた人生で記憶に残る素敵な思い出になるでしょうね。こういうところを堂々と歩けるような大人になりたいもんですが、まだまだ道のりは遠いですね、僕は。そしてファッションショーの後はこれもジャパネットオリジナルのイベントで生演奏で日本の歌をみんなで歌いましょうっていう感じですかね。誰もが口ずさめるような有名な歌を生演奏してくれるんで、この一体となってみんなで歌う空間っていうのもいいですよね。やっぱりダンスをしたり歌を歌ったりするっていうのは日頃のストレス発散には最高です。通常のクルーズだったらこんなに日本語の歌を一体感持って歌うことなんて絶対にないんで、ジャパネットクルーズでないと体験できないことですね。間違いなくこれは。ありがとうございました。そしてこの日の夜は有料のショーを見に行ってみました。ただ残念ながら有料のショーは公開できないということで、無料のショーに比べたら距離感が近くてアクロバティックな演出がたくさんあったんで、その点では本当に圧巻のパフォーマンスで追加料金払って見る価値があるなっていうふうに思いましたね。で、ロンドンシアターの方の無料のショーも見に行きましたが、この日は2日目に行ったショーとはまた違う内容で、こんな感じで音楽、ダンスが主体のロックンロールをテーマとしたショーでした。やっぱりテーマが異なるんで、ショーもこれ毎日来ても飽きないだろうなっていうふうに思いますね。プールで泳いでエンタメも楽しんでお腹いっぱいですね、今日も。
したご飯も食べて、デザートとしてまだ食べてないんでジェラートをいただこうと思います。Which is popular flavor? Very hard to say because we all good. All flavors are good. Which is your favorite? It's Yeah. rum because Oh. this is the only one with alcohol. ラムレーズン。ラムレーズン店員さんおすすめしてくれたんで食べようと思います。めっちゃたくさん取ってくれるやん。モリモリやん。モリモリすぎ。 So big. もっともっと Thank you so much. ありがとう。僕はロッキーロードにしてみました。こんな感じです。チョコレートみたいなやつですか？そうです。チョコレート。おー、うまそう。ナッツも入ってたりして結構美味しいですね。あ、ナッツ入りのやつですね。はいラムレーズンです。いいですね。あ、アルコールいいじゃない。アルコールです。飲んでないくせにアルコールあんまり。よし、いただきます。ラムレーズン。めっちゃうまいですよ。マジですか？はい。すごい濃厚なバニラの甘みにラムレーズンのすごいなんか上品な甘みがしますね。お酒が入ってるから。やっぱアイスのクオリティ高い。高いジェラート、イタリア製だから。これいろんなフレーバーあるからもう毎日でも食べるそうですね。ちょっと破産しちゃいそうですけどね。ここはインクルードじゃないんでね。でも食べる価値があります。美味しい。愉快な気持ちでジェラート食べれます。はい、そしてお部屋に戻ってきたら、またジャパネットクルーズ通信。明日は韓国到着っていうことでね、チェジュ島僕行ったことなくて、現地のこと何も知らないんですけど、日本と同じようにこれ海外でもバスが出てるってすごいですね。まあとりあえずこれ無料で巡ってくれるから、これの通りに明日は行ってみましょうかね。あまり現地のこと知らなくても楽しめるのか。はい、おはようございます。翌朝になりました。チェジュ島に朝起きた瞬間もう到着しています。昨日まで日本にいたんですけどね、やっぱり外国ということでね、ちょっと風景が変わりましたよね。この建物の感じとか。でもチェジュ島はリゾート地のイメージがありますけど、結構こうやって見ると山も綺麗ですね。本当に自然豊かな島なんでしょうね。ただモーリーさんに聞いたところによると、モーリーさん行ったことあるんでね、リゾート地のイメージだけど街中に行けば結構都会だよっていう風には言ってました。どんな感じなのか楽しみです。で、今これ真ん中に見えているちょっと奇抜な建物がありますけど、これはチェジュワールドカップスタジアムですね。2002年のワールドカップの時に試合が開催されたスタジアムです。明らかに異彩を放ってますけどね。こんな港の近くにあるんですね。で、昨日の夜ぐらいからちょっと船がゆらゆらと揺れ始めてたんですけど、これ見ると納得ですね。この辺はちょっと波が高くなってます。一応晴れてはいるんですけど、曇り空も多くて、台風がね、このシーズン東南アジア近辺でまた発生してたりしてるんで、その影響もあるのかちょっと分かんないですけど、まあでも特にこれだけちょっと波が高いなって思った日でも特に船酔いする気配とかありませんでしたね。やっぱクルーズ船はあまり揺れません。では街中に行きましょうか。船降りました。台風が近づいてるらしいんですけど、青空ですね。上見上げると、いや9月中旬だけど韓国もまだ暑いですね。はい、パスポート見せてイミグレ通過して入国審査完了しました。港の前はツアーのお客さんがたくさんいますね。でもこれジャパネットクルーズじゃないですね。多分韓国の人がいっぱいいるんで。おー、すごい。目の前出たら右手にジャパネットの看板が日本語で書いてるから分かりやすいですね。目の前にはオプショナルツアーの看板、そして一番奥に循環バスの看板がありますね。迷うことは一切ありません。海外でもこうやってバスがあるっていうのはとんでもないですね、ジャパネットさん。はい、そして循環バスの最初の目的地、ジョンジョンポッポだったっけかな、滝が見られるところにやってきました。街中にも近いと思うんですけど、街中から近くてもこんな感じで自然豊かな場所がたくさんあるのがチェジュの魅力なんですかね。で、目の前左ってジャパネットクルーズの看板があって、バス待ちの列ができてますね。おー、駐車場から中に入ってきたらいきなりこんな感じで素敵な自然豊かな川が流れてますね。川のせせらぎが本当に心地いいですね、これは。で、今目の前右手が入り口なんですけど、この MSC のカードを持っていたら、なんとここの観光地は入場料無料で入ることが
できます。これもジャパネットクルーズの特典ですね。観光地でも受けられる。5分ぐらい歩いてきたらあっという間にすごい滝が見えてきましたね。おお、これは奥の方。これはものすごい迫力ですね。これちょっと広角レンズだから伝わるかどうかわからないんですけど、相当の高さから滝が降ってきていますね。ここの滝の名前が韓国語で天と地を意味していて、天と地が出会う場所、つまり滝の水が天から地へ落ちる様子を表現しているみたいですね、名前が。この名前が象徴するように滝の周囲には神秘的な雰囲気が漂っていますね。ちなみにここのエリアは昔竜が住んでいたという古い伝説が伝わっていて、この滝壺にはかつて天に昇る竜が住んでいたとされていて、地元の人たちに神聖な場所として崇められてきているようです。今回はね、もうノープランでチェジュ島に上陸したんですけどね、いつもだったら基本的には YouTube 撮るときは旅程を組んでくるんですけど、今回みたいにね、ちょっと忙しくて旅程組めないっていう場合でも、こうやって有名な観光地に連れてきてくれるっていうのはジャパネットクルーズありがたいですよね。僕は普段もツアーとか利用しないんですよね。そういう人たちの気持ちもちょっと分かった気がします。これは便利だわ。日本だったらまだしも海外の見知らぬ土地に行くときはなおさらそう思うでしょうね。この利便性素晴らしいと。はい、そして市場に到着しました。こっち側右手にあるみたいです。ここが市場の入り口ですね。ウルレ市場、ここをまっすぐ進んだところ、すごいね。左手に循環バスって日本語の表記もあるわ、ジャパネット用の。はい、市場到着して、こんな感じでお店がたくさんあるんですけどね、美味しそうなものがいっぱい並んでますよ。こっちの奥にはロブスターとかなんか焼いてるの見えるな。うわー、これはすごいっすね。これ豚肉かな。豚肉を焼いて蒸してる感じ。韓国はやっぱりね、キャッシュレス決済がしっかりしてるんで、クレジットいけますね。ロブスターがめちゃくちゃでかい。これうまそう。チェジュは海が近いっていうことで、美味しい海鮮がたくさん食べられるみたいですね。何食べようか、これめっちゃ迷うな。ここにはなんか山がね、チェジュ島は有名なんで、最初おにぎりかと思ったんですけど、ジャパネットで食べたって思ったんですけど違いました。スイーツか。これは写真映えしそうなスイーツだね。うわ、しいたけめっちゃでかいな。これ大分県産のしいたけより大きいんじゃないか。これ絶対うまいぞ。はい、市場でね食べ歩きするのもいいんですけど、ちょっとね旅の後半で疲れてるんで座ってご飯食べたいなと思って、ちょっとだけ市場から外れて、市場から外れてもここ結構街中なんで飲食店もたくさんあるんで、焼肉食べたいですね。やっぱ韓国来たら、食べ歩きは食べ歩きで楽しいとは思うんですけど、特にジャパネットクルーズシニア層が多いと思うので、座ってご飯食べたいっていう人の方が多数派じゃないですかね。その辺は自分で選択できるのもクルーズ船は自由な旅ですからいいですよね。サムギョプサルのお店ということで、これは文字が全然ハングル語は分かんないんですけど、豚マークでサムギョプサルって分かりますかね。あれ、これはせっかく見つけたのに、わざわざ歩いてきたのに定休日やんけ。アプリにはそんな書いてないぞ。地元の人におすすめをもう聞くことにして連れてってくれてます。韓国の人めっちゃ優しい。韓国の人はね、こう女性をしっかり立てる文化があるっていうんで、男の人は優しいっていう風に聞いてたんですけど、本当ですね。完全プライベートだと思うんですけど、結構な距離歩いていい焼肉屋さん、サムギョプサル屋さん連れてってくれてますよ。これ日本人の男も見習わないといけないですね。ここおすすめ。美味しい。やった。おすすめが見つかりました。なんかいくつかお店通過してまでね、本当に美味しいとこ連れてってくれてますね。いや、めちゃくちゃ歩いて丁寧に連れてってくれましたね。あのお兄ちゃん本当に優しかった。で地元の人が言ってるからこれ間違いないと思いますよ。し
かも市場の中にあるっていうね、皆さんにも参考になりますね。これは読み方わからないですけどね、後で調べます。おお、しかも結構いい感じで涼しくて空席もありましたね。はい、そしてメニュー表はこんな感じで、料金も多分これそこまで高すぎないんじゃないですかね。見た感じローカルの人が多くて観光客が少なめなんで穴場感もあっていいですね。せっかくなんで焼肉だからビールも飲みましょうか。はい、で韓国はもうどんなレストランでもねこんな感じでキムチが無料で出てくるんですよね。であれが焼肉で巻くやつかな。この辺もお野菜美味しそうなネギがありますし、でさっき市場で見たエリンギですかね。これめちゃくちゃでかいですね、お野菜が。そしてビールはカス、これ有名なんですか、奥典さん。もう韓国に来たらカス。あ、そうなんですか。大体はい。モンゴルこれ飲みやすいですよ。あげるとこ取っていいですか。乾杯でーす。あちゃあちゃあちゃ。冷やさないビール冷やさない。Yes。確かに飲みやすいですね、これね。炭酸すごいですよね、スパークリングが。そうですね。焼肉にはもう最高ですよ。ああ、なるほど。確かに焼肉に合いそうですね。ジャパネットビールも楽しんで、韓国のご当地ビールも楽しんで、最高ですね。お肉やってきました。薄切りのバラ肉に真ん中がサムギョプサル、黒豚サムギョプサルだ。で一番右が首肉かな。これはうまそう。めちゃくちゃいい匂いする。うまそう。いや最高、これ絶対うまいやつやん。そしてガーリックのいい匂いも、これは素晴らしい。よし、じゃあまずこの薄い豚バラが出来上がってるっぽいんで、これをつけてネギとかもつけて、こういうのいろいろ乗せてね、韓国式の焼肉が食べるんですよ。うまそう、絶対うまいよ。で韓国はね、店員の人が調理最後してくれるんですよね。今切り分けてくれてますね。どこのお店もねこんな感じで取り分けてくれる、優しい。うまい、美味しい。How can I say 美味しい in Korean? 맛있어요? 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 ビールめっちゃ合うやん。うまっ。枠のりさん美味しすぎて詰まらしちゃってますから。慌てて飲みすぎ。うますぎるから。マッコリーいただきます。酸味となんかスカッとした感じありますよね。チリチリしますねえ、こんな味でしたっけ？いや違う。もうちょっと甘いですよね。甘いのしか想像してない。甘さないですよね、これ。あ、そうなんですか。やっぱあれじゃないですか。日本のアイズ。でもこっちの方が焼肉に合うんじゃないですか。全然合う。甘いよりもね、美味しいですよね。サムギョプサル、これ美味しいんですか？このごまそれ美味しいですよ。ごまのしそみたいな形のやつ。すごいさっぱりとした味になりますね。やっぱりずっとこれお肉だけだったらちょっと脂っこくなっちゃうんでね、やっぱ巻いて食べるとさっぱりで、キムチもあってネギもあって、やっぱ黒豚柔らかいですよね。お肉が本当にジューシーで柔らかいで、なんか豚肉だからさっぱりだし、やっぱ韓国焼肉うまいっすね。これは最高やわね。何もかもうまい。やっぱ海外旅行行った時に不満に感じるのは基本的に食事なんですよね。だからクルーズ船もやっぱなんだかんだ外国籍なんでちょっと物足りない部分があったりするんですね。やっぱジャパネットの場合はご飯とか味噌汁があるから満足度が上がるんですけど、寄港地韓国があるとね、やっぱ食の面での満足度の上がり具合がかなり跳ね上がります。高いですね。でも今回の旅で一番満足度が高い説はあるな。やっぱ焼肉ですからね。焼肉ですから。枠のりさんがめっちゃ綺麗に野菜焼いてくれました。いやー、ししとう大好きなんですよね。はい。あ、辛っ。やっぱり辛いじゃないですか。ししとうって辛いのあります。辛いのがあります。じゃあ辛いししとうや多分。たまにありますよね。これは辛いわ。ししとう辛ないじゃん。辛いよこれは。唐辛子やんこれ。
あかわすぎやろマッコリも甘くないからね今回。昔は181センチ70そうもうめっちゃ痩せてましたね。まあ普通に筋トレとかもやってたから、その時は本田いますよ、サッカー選手ね。あんな感じの痩せ方で、まあ髪の毛も似たような、別に真似てはいないんですけど、そんな感じで、今は沖縄に行った時に清原って言われて、いや笑いすぎて、清原っぽいですね。そうなんですよ。で、沖縄のやっぱり黒いじゃない、黒くなるじゃないですか、2、3日いただけで。でその時にドローンを上げてて、で木原さんって言われて、いや違うってもうずっと言われて、違うから違うこれで、いや絶対清原さんですよ、サインくださいもう離れないんですよ。体大きいですね。そう清原もっとでかいですよ。もっとでかいですよ。僕が一回りちっちゃくなったバージョンなんで。ミニ清原。そうミニ清原。それでもミニ清原ですからね。もうこれで覚えましたね。爆乗りチャンネルさんをね。はい、よろしくね。清原さん。清原さん。いや清原さんに悪いね。面白い人です。いや。マッコリがやっぱり人を楽しくしてくれますね。クルーズ最高です。大丈夫です。これだけ食べて1人3000円台でしたね。お酒も飲んだのにめっちゃ安い。入った時はあんまお客さんいなかったんですけど、今もう満席になりましたね、ほぼね。やっぱ人気店だったんですね。いやー美味しいもん食って、これは満足度高いですね。やっぱ韓国の滞在はまだ市場に美味しそうなものがたくさんあるから、やっぱ豚肉さっぱりしてるからな、別に食べようと思ったら食べれるんですけどね。この辺は海鮮市場になってますね。生きた魚が両サイドにたくさんいます。函館朝市に続き、ここでも海鮮がたくさん。そして甘いもの食べようと思ってたら、なんかいい感じのありましたね。漫画肉もあるやん。たい焼きじゃない？タコがいますね。タコ有名なのかな？タコのたい焼き。これ食べよはい、サンキュー。ありがとうございます。う。もうすごい。焼きたてを提供してくれるっぽいぞ、これは。楽しみ。たこ焼き。たこ焼き？チーズチーズ。美味しいです。韓国はね、いつもこのレストランのおばちゃんが優しい。いつもノリがいいし、サービスもいいし。なんだかんだ言いながら優しい。優しい。みんな優しい。これは？ナンバーワン。ナンバーワン。何や？美味しい？これナンバーワン。じゃあこれも頼みたい。マシュマロだこれ。あ、マシュマロか。マシュマロだ。グランピング思い出すな。モーリーさんが優しいんでちょっと譲ってくれました。うまそうだからマシュマロで中にアイスクリーム。これは新食感ですね。表面が香ばしくカラメルのような感じで風味があって、ちょっとあったかいけど中に冷たい固めのアイスが入ってます。このあったかい冷たいの組み合わせ、うまい、間違いない。白のワールみたいなね、ナンバーワンって言ってたんでね、どうしても頼みたかったんで、うまい。頼んでいいよ。森さんに頼んでもらいました。そしてこれも美味しそうです。たこ焼きいただきます。この辺の出店の前はね、なんかベンチ、椅子みたいなのがたくさんあって、座って食べれるから嬉しい。作りたてだからふわふわでうまい。いや、程よい甘みにチーズの酸味があって、甘すぎずにいい感じですね、これは。いや本当に短い時間だったけど、焼肉も美味しかったし、こんな感じで食べ歩きでスイーツもね、珍しいものが食べられたから大満足。チェジュ島のグルメ旅 Thank you マシソヨ美味しかった。はい、こんな感じで、いや楽しいグルメ旅を過ごして船に戻りましょうかね。まあジャパネットクルーズはね、ご年配のお客さんが多くて、でもしかしたら海外の経験ないっていう人も中には結構いるんじゃないのかと思います。そんな人でもこうやって気軽にバスで有名どころに訪れることができて、でジャパネットクルーズに乗ってる人たちがこの街中にたくさんいるんで、安心して困ったら誰かその辺にいる日本人に聞いて助けてもらって観光を楽しむことができるっていう意味ではね、これをきっかけにちょっと海外旅行行ってみようかなっていうふうに思う人もいるでしょうし、函館でもね、もうジャパネットが
泊まる時はすごい観光客の人がジャパネットのおかげで来てるっていうふうに言ってたんで、このチェジュ島もね、なんか今日やたら日本人めっちゃ来るなっていう日が、そういうクルーズが寄港する日なんでしょうね。ジャパネットクルーズが。最終便が14時55分で、いい感じで間に合いました。たっぷり観光して。はい、帰ってきてまたラウンジでピーニャコラードゼロ頼みました。お気に入りの。めちゃくちゃ暑かったんでね、到着してすぐにこの優雅なラウンジのスペースで涼みながらドリンクインクルーシブ、やっぱいいね。この後夜はちょっと奮発して和食の鉄板焼きを明日鹿児島着く前に予約してるんでね、楽しみです。そしてここ右下のところにはまた別のクルーズがありますね。確かにクルーズターミナルの中結構外国人の方がいたんでね、なんでベリッシマに乗ってなかったのにいるんだろうなと不思議に思ったんですが、世界中にはいろんなクルーズがあります。これはでも大きさ的にはカジュアルクルーズっぽいですけどね、なんか後ろ側のちょっとくぼんだところとかなかなかかっこいいじゃないですか。でこの船の奥側、向こう側の海見てみると確かに結構透明度が高くて綺麗ですね。やっぱリゾートアイランドのチェジュ島なだけあって、今日はちょっと波が高くて濁っちゃってますけど、またリゾート気分味わいにチェジュ島も近いのでやっていきたいですね。本当に数多くのクルーズの寄港地としてチェジュ島は頻繁に選ばれてるんでね、クルーズにたくさん乗ってる人はもう何回も来たことがあるんでしょう。うわすごい、この真下になんかボートが隠れてて今出てきましたね。あんな小さなタグボートがこの大きな船を押して応援してくれてたんですね。ということでほんのちょっとの滞在でしたが、韓国チェジュ島楽しかったよ。ありがとう、また来るよ韓国。今下の階に出てきたんですけど、めっちゃこれ近くで見たら波が高いのが分かりますね。これだけ激しくうねりを上げている波なんですけど、確かにね今まで乗っていたよりもちょっとだけ揺れてるなっていう感じはありますけど、でもそんなこう酔うほどじゃない。いやさすがクルーズ船、こんな高波でも普通に歩いてお食事とかね楽しむことができます。不安な方とかはねアネロン酔い止め持ってきたらね大丈夫でしょうってぐらいの揺れです。はい、そして夜はここの鉄板焼きお寿司もいただけるレストランですね、カイトにやってきました。入り口のところにはこんなカウンター席があって、ここではお寿司をいただくのかな。で中に鉄板焼きダイニングですね。はい、そしてメニュー表はこんな感じでコースが3種類ですね。34ドルから一番下は64ドルということでね、いやーどれにしましょうかねこれ。そしてドリンクのインクルーシブサービスはこんな感じです。ところどころやっぱちょっとずつレストランによって違うんですね。ここはクラフトビールもあるし、焼酎とか日本酒もあるんですね。鉄板焼きっていうことで梅酒もあります。左手やっぱ1杯目はビールっすね。うまいっす。サントリーオールプリーうまいっす。はい、そしてまずは左手にサラダ、そしてお寿司です。コースこれはマグロかな。で一番右手にサーモンが乗ってます。そして味噌汁も出てきました。中に豆腐とわかめが入ってます。いやまさか船の上でお寿司が食べられるなんて。マグロいただいちゃいます。懐かしい味だ。もうねクルーズ旅が10日目ぐらいなんで、めちゃくちゃ久しぶりにお寿司食べたらやっぱうまいな。もちろんねお寿司はそれは日本の高級料理店とかね、僕はたくさんいい旅館お仕事で泊まらせていただいてるんで、そういうところのが鮮度は高いのかもしれないですけど、でも普通にマグロなのに臭みとかが全然なくて美味しいと思いますね。さあもういただきます。
あーサーモンも甘くて美味しいですね。普通に。いやこれは日本酒もなんと日本のものがいただきます。八海山です。よし。八海山うまい、ね、僕以前新潟に住んでたことがあるんですけど、その時はまだお酒のこととか全然わからなくて、そんな中で日本酒の何が美味しいのかよくわからない。そこで飲んだこの八海山がね、いやー新潟の日本酒は美味しいなと、そういうふうに思ったことを思い出しますね。そして次にやってきたのは天ぷらです。これも美味しそう。エビ天。衣がサクサクで、そんなにこう油してなくて結構さっぱりしててうまいですね。天ぷらうまい。いやこれも日本酒が進みますね。八海山うまい。合いますね。天ぷらにも日本酒。 Alright, before start, let's start with the exhibition. Secret ingredients. Secret ingredient. Oh no, butter. Start with the daddy finger. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby shark. Salmon. Salmon. Vegetable. Vegetable. This is for tomorrow. Oh my gosh. Oi. Woo. Secret ingredients. Secret ingredient. Tell to others. Coca-Cola. Really? Really? Coca-Cola? Tequila. Chocolate. Oh my god. Water Eating. from Jerusalem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pepper. Not all. Lemon. ということでこのソースがあるんですけどね、一番端っこのこれがピーナッツソースはステーキで、真ん中のやつが海鮮とかにつけてくださいって言ってました。エビをいただきます。うまっ。コカ・コーラとテキーラとチョコレートは入ってないですね。What is real ingredient of this sauce? For the sauce, garlic, Garlic? onion, Onion? and rosemary. あ、ローズマリー。あ、 Then ナイ that's ス。うまいね。ガーリックにローズマリーに辛みもほんのりある中で、こう濃厚な甘みもあって、ガーリックの香ばしい香りがいいっすね。このソースめっちゃエビうまいんだけど。Who is this for? For you. Oh, Gary, thank you. Here, you first. Yeah, throw the egg. The small one. Then you need to catch with your mouth. Yeah. なんか飛んでくる。オッケーオッケー。 Ready? はい。 One, two, three, up. Yay! One more. Second chance. いけるか One, two, up. Yay! Ole, 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 ole. All right, one right. All right, ready? One, two, three, up. Three, up. What sauce? Chocolate. チョコレートソース。うまそう。チャーハンも。Oh, my dinner. Your dinner. チャーハンいただきます。にぎやかな鉄板焼きなんですね。これ日本のお店とはまたちょっとね、この違う感覚味わえるんでいいですよね。クルーズ船の中らしく楽しい気分になれます。ああ、バターの風味が効いててうまい。さすがに高級中華ほどパラッパラではないけどね、普通にバターの風味と香ばしい香りがうまいですね。チャーハンさあ、そしてメインディッシュやってきました。このソースは照り焼きソースみたいですね。いただきます。ミディアム。
ソースがうまいですね。お肉本来の味を邪魔しすぎない程度の程よい甘さとちょっと醤油のような香りのするさっぱりソースでガーリックチップですね。上に若干硬いかなとは思うけど、でもお肉本来の赤身のうまみがあるので赤ワイン合いますね。やっぱ赤身肉に赤ワイン最高っすね。これがクルーズ船の中で味わえるとは。最後デザートも出てきました。ジンジャーアイスクリームに下はパイナップルっていう風に言ってましたかね。いただきます。アイス、すごいなこれ。この風味は初めてだわ。めっちゃ確かにジンジャー効いてるなんか初めての食感ですよね。ジンジャーアイスってあるようでないですよね。不思議な感じ。だいぶ風味が豊か。いやー良かったですね。本当に普通の鉄板焼き屋さんでは味わえないこのエンターテインメントを提供してくれるから、より食事の時間が楽しいですね。はい、じゃあ明日ね、ついに下船の夜になっちゃったんですけど、下船の夜やることとしては、まず部屋に到着したらお荷物タグみたいなのがあるんですよね。もしスーツケースを預けて出口のとこまで運んでもらいたい場合は、そのタグをくくりつけて夜の確か11時ぐらいまでに廊下に置いとく必要があるんですよね。そしたら係の人が翌朝持って行ってイミグレ抜けた後のお荷物受け取り場所で受け取ることができるようになってます。でそのタグにナンバーが確か書かれてるので、そのナンバー呼ばれたら下船できるみたいな感じです。上級客室、ヨットクラブとかに宿泊している方の方が優先下船とかができると思います。で到着時刻書いてるんですけど、多分到着時刻よりもちょっと遅れて船内でちょっとゆっくりしてから降りるみたいな余裕があると思うので、フェリーとかだったら到着してすぐに降りなきゃいけないんですけど、クルーズ船はね、降りるときはちょっとラウンジでゆっくりして降りるみたいなことができるのも本当にいいですね。であとは精算機、クレジットカードとクルーズカードを紐付けた機械のところで今回の旅でどれぐらい使ったかっていうのを確認できるようになってるんで、それは絶対確認した方がいいですね。無駄な支払い、使った覚えがないものが登録されていないかとかね。ジャパネットクルーズの場合はチップとかがもうインクルーシブになってるんで、後半でもねそういったものを確認する必要はないと思いますけど、有料レストランとか僕もこんな感じで出していくら必要かっていうのが、これはねレセプションで紙として出してもらったんですけど、これぐらいの額になりました。でこれ枠乗りさんのやつなんですけど、アプリで確認できるんでこれが一番楽ですね。アプリでいちいち機械通さなくても。さすがにずっと乗ってたらね、途中ちょっと疲れたな、降りたいなって思う時はちょっとあるけど、やっぱ最終日の夜になると名残惜しくなるっていうのがありますね。ありますね、やっぱりなんかちょっと寂しい感覚っていうか、なんかもうちょっと乗っていきたいなっていう気持ちが本当になりますね。名残惜しさがね、名残惜しさが、降りる夜っていうのは出てきます。ちょっとナーバスになりますね。ちょっとだけ。これがなんかまたクルーズに乗りたくなる原因ですね。はい、おっしゃる通りだと思います。でも本当このクルーズね、最初からずっと最後まで僕は乗りますけど、すごい楽しかったですね。ある意味いろんなものを見れたし、いろんな人の人生も見れたし、そうですね。食事しながらもいろんな人と話せたりとか、いろんな人と仲良くなれたりとか、本当にシニアにとってはもう最高の場所かな。そうですよね。本当になんか仲良くなりやすい空気感がいいっすね。そうですね。で面白い人たちもたくさん乗ってますしね。本当そうですね。あとお店の方たちもすごいフレンドリーで、ね、察してくれるじゃないですか。そうです。寂しそうにしてるとなんかいろんなことを喋りかけてきたりとか本当にしてくれるので、なんか落ち込んでたとしてもまたハッピーになれるような方向に持っていってくれるような感じの場面もあったりとか、なんかそれ見てて思いました。そうですね。スタッフの方が、外国籍の人が多いので本当にフレンドリーで、日本語喋れなくてもノリでなんとかそうね、なるっていう、やっぱ陽気な方が多いんで。本当そうですね。また、クルーズに乗って楽しい旅をしてみたいですね。そうですね。はい。またぜひ一緒に、今回初めてお会いしたばっかりなのにめちゃくちゃ仲良くなったんでいやもう本当ありがとうございます。クルーズのおかげで。そうですね。クルーズパワーすごいです。普通にちょっと会ったぐらいだったら、初めましてまたよろしくお願いします。ならないですね。ホテルとかだったらだってこんなに長くいないし、基本客室こんなにパブリックスペース充実してないんで一緒に過ごす機会もないですし、旅先で会ったとしても一緒にご飯食べ行って終わりみたいなことがあるので、クルーズほど近い関係になれることはやっぱない。そうですね。もうそれが本当醍醐味っていうかですね。間違いないです。あんなはっちゃけて一緒に普段やらないパーティーやったらそれは仲良くなりますよって話。そう本当に打ち解けるっていうかもう早いですよね。早いです早い。クルーズは一緒になんか楽しめるから、共に生活してる感もあるじゃないですか。い
いつもと違う旅のスタイルだし、いつもと違う人間関係も築くことができるし、いや本当クルーズって素晴らしいなと思います本当に。ぜひ乗ったことない人多いと思うんで、ジャパネットクルーズで乗りましょう。ぜひね、一応 PR ですけど、クルーズはマジでいいってお互い思ってるんで、本当にそう思います。本当乗ってください。人生観変わったりする人も多いんでね。はい。ではまた、いやここで終わっちゃダメなんだ。終わっちゃダメ。まだ明日だ。あ、そうそう。明日の朝。じゃあ明日の朝まで楽しみます。そうですね。朝まで飲みます。朝まで飲みます。ういっす。はい、でこの日の夜は屋上のプールのデッキでナイトパーティーをやる予定だったんですが、雨天のためプロムナードでのパーティーになったんですよね。あれでも屋上の映像じゃないかと思ったと思いますけど、これはこの船に乗る前に乗ったベリッシマで撮った屋上パーティーの様子です。いやこのプールのライトアップの中で行われるパーティーの雰囲気がめちゃくちゃいいなって思ったんで、皆さんにもこれは共有しとかないとと思ってその映像を使っています。この船ではね、同じ YouTuber のドースコイさんと一緒に乗ったんで、ドースコイさんもテンション高く踊ってるのが見えてると思いますけど、プロムナードはプロムナードでこう狭い空間で一体感持ってみんなでワイワイするのは楽しかったですし、この屋上プールはより開放的な空間の中で、そしてロマンチックな空間の中でみんなではっちゃけることができる。これもめちゃくちゃ楽しいです。グルメであったりお酒であったりショーであったりいろんな楽しみ方ありますけど、この空間がなんか一番クルーズらしいというか醍醐味な気もしますね。みんないい顔してるんですよ。本当に全てを忘れてバカになりきるこの時間がね、人生においては本当に大事なことだと思います。